チャンネル登録、高評価、メンバーシップへの加入よろしくお願いいたします。はい、皆様こんばんは、聞こえておりますでしょうか。どうもこんばんは、カラスマ100です。お休みさせていただきましてご心配おかけいたしまして申し訳ございませんでした。皆様再びお集まりいただきましてありがとうございます。ということで通常営業に戻りまして、本日はですね、高市支持率 65% の恐怖、被害者を黙らせる抑圧政治の正体ということで時事雑談やっていきます。アメリカ、ウクライナと世界の危機、高市内閣高支持率の理由などなど、法案などなどですね、クルド人差別や斉藤元彦さんの問題を久しぶりに取り上げたり、デモや抵抗運動の話をしたりと多岐にわたる話題を説明していきます。現在進行形の社会問題、政治問題、差別やヘイトスピーチ、実在の政治家や著名人について取り扱いますので視聴にはご注意ください。またカラスマ配信中、緊張や集中で思わず笑ってしまうことがございますが、深刻な話題は軽く扱ったり誰か笑う意図は一切ありません。配信チャットおよびコメント欄に関しては差別や誹謗中傷などはおやめください。ということでですね、はい、皆様ご心配おかけいたしまして申し訳ございませんでした。ありがとうございます。またお集まりいただきまして嬉しいです。おたはな風花さん、しょうがさん、枝豆家庭連合さん、ゆうこさん、無欲さん、ラートンさん、いつせさん、かなしみさん、かたけけさん、アブソリュートさん、615さん、伊沢さん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。着ぐるみ暑そうということですね。まあそうですね。黒い、毛にスーツなのでね、私も暑いです。ちょっと北海道もね、暑くなっておりまして、皆さんもですね、本当暑いので体調にはお気をつけください。はい、7月19日あたりからえげつない暑さになるそうなんですよね。はい。まあなんとかしようと思っております。はい。皆様もですね、まあぜひクーラーを導入するなど、はい、導入してない方はあんまり少ないかもしれないけれども、普通に気温下げてね、使っていただければと思います。椿さん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。皆さんありがとうございます。ということで、まあ本題に入る前にいつもの通りお知らせを、してまいります。まず参考リンク集の方は、いつものように DocX ファイルで用意しておりますので、よかったら、チェックしてみてください。アネココさんもコンカラスです。来ていただいてありがとうございます。そして投稿の方でちょっとスケジュールと一緒にお話しさせていただいたんですけど、今月障害者プライド月間ということでですね、7月24日金曜日の9時からはカラスマトークスペース特別編障害者プライド月間に話したいこと、伝えたいことという、企画の実施を検討しております。まあディスコードではすでにちょっと喋ってたんですけど、リスナーの皆さんとですね、障害に関わるお話を何でもしたいなということでですね、希望者の方今募集中でございます。今のところ4人ぐらいですね、立候補してくださっている方がいらっしゃるのでありがとうございます。ぜひともですね、皆さんとお気軽におしゃべりできたらいいなと思ってるんでよろしくお願いいたします。あとですね、ちょっと私休止前の配信とか土曜日のちょっとゲームもそうだったみたいなんですけど、ライブ中に配信がね、通信状態があんまり良くないっていうようなちょっと不穏なあれがありまして、まあ私アプリを落としまくったり削除したりとか、ちょっとですねパソコンの中身をいじくったりこの日曜日しましてですね、だいぶ改善したはずなんですけれども、もしもなんかぐるぐるしているとか、カラスマの声が途切れになってるとかありましたら遠慮なくチャットで書いてください。そういったチャットは本当大歓迎なので、はい。なんかいつまで経っても素人臭くて申し訳ないんですが、ちょっとですね、自力解決が難しい可能性がゼロではないので、よかったら皆さんのレポートをお待ちしております。はい。暑さに負けてメニエール病になりました。大丈夫ですか？大丈夫ですか？それは本当ご無理しないで、アーカイブも残しておきますので、ご無理せずお付き合いください。ちょっと今回ね、私が休んじゃったせいでね、内容がだいぶいっぱいあるので、はい。無理せずお付き合いください。あと、スカーレッタ・クローワルツのグッズですね、大好評発売中でございます。マヤさん、響さん、一ノ瀬さんの、デザインのグッズがですね、今発売しておりますので、よろしければ、チャリティーになりますので、チェックしてみてください。ロングクラスでソイラって、一ノ瀬さんのロングクラスサーモタンブラー用に作成してくださった、エブリデイプライドオリジナルでということでですね、管理人の音花風花さんが投稿してくださいました。美味しそうですね。はい、ありがとうございます。まあこんな感じの使用感ということ
ことで、なのですね、ぜひともご検討ください。はい、ということでですね、ここからは署名を立て続けに行きます。署名。はい、ですね、本当笑い事じゃないんですけど、フッサム・アブ・サフィアさんという医師を解放してください。アムネスティ・インターナショナル、英語バージョンしかちょっとないんですけど、よかったら署名してください。カマル・アドワン病院の院長であり、壊滅的な打撃を受けたガザの医療部門の著名な発信者であり、ガザのために力を尽くしてきたアブ・サフィアさんが、イスラエル当局によって恣意的に拘束されており、命も危ないというふうに言われております。世界中の国がイスラエルにぶち切れています。はい。即座に解放すべきです。人道活動家ですので、ですね。というか、医師をだから恣意的に拘束するっていうのを、もうどうかしてると思うんですけど、はい。一刻も早く解放されるべきなんで、よろしければ署名の方よろしくお願いいたします。はい。あと、日本の入管ですね。マリベス・ドミンゴさんとのんちゃんのために正義を、家族の分断を終わらせゼロプランの撤回をということで、こちらですね、ですね、長い間親子が離れ離れの生活を強いられている、難民のですね、マリベスさんとのんちゃんさんの親子、の方々です。のんちゃんさんは6歳になる、2016年から母親の暮らす地域から離れた障害児施設に入れられてしまい、母親はオーバーステイを理由に入管施設に収容されてしまい、この非人道的な政策は、入管によるものです。はい。最悪ですね、マリベスさんだけが強制退去されてしまうという可能性もあります。このような非人道的なことは許されるべきではございません。はい。皆さん署名よろしくお願いします。あと、入管庁は在留許可手数料をいきなり数倍とかに上げやがったので、これも撤回してください。今すぐやってください。お願いします。はい。あと、防衛省と住友商事日本エアクラフトサプライはイスラエルの虐殺ドローンを買おうとしています。買わないでください。お願いします。私たちの病歴を勝手に AI 開発に渡さないでください。もうなんかこんなのばっかりだよ。改正個人情報保護法の特例に歯止めようということで、はい。よろしくお願いいたします。なんで人が休んでる間に次から次へとこういうのが出てくるんですかね。もう信じられないですね。前からがそうなんですけど、はい。よろしかったら皆さん署名欄にね、リンクつないでおりますので、よかったら、署名してください。お願いいたします。ということでですね、ロングクラスすごいですよね。400ml も入るんだ。へー、素晴らしい。ですね、音原風花さん写真上手です。ありがとうございます。国境を廃止しておけばこんなことにならなかったというね。いや、ほんとアナキズムを信じたくなるよね、ここまで来ると。私アナキストじゃないけどさ。ヘルジャパンとしか言いようがないですね。いや、入管庁は本当今すぐ解体すべきですよ。絶対許されないでしょ。イスラエル、国内にあるイスラエルですよ。はい。許されないと思います。はい。イスラエル滅亡しろというですね。イスラエルの人たちは別に安全に暮らす権利はありますよ。私は、だから、そのイスラエル政府に滅んでほしいです。はい。そこは分けて言いますけどね。はい。本当嬉しくないですね。はい。ということでですね、お知らせは以上になるんですが、まずは、ですね、割とカラスマラジオではちょっと冒頭に取り上げるの珍しいと思うんですけど、ウクライナの話をちょっとしたいと思っております。国連機関は6月にロシアの攻撃によりウクライナで少なくとも265人の民間人が死亡したと発表しました。6月ですからね。今年の6月ですよ。これ間違ってないですからね。攻撃が開始したばかりの時でもないし、2026年の6月に、ロシアが弾道ミサイルなどウクライナにこの前ニュースで見た方もいると思いますけど、立て続けに発射してアパートなどを破壊したんですよ。で、これで265人の方々亡くなりました。哀悼の意を表します。戦争開始からもう4年ですからね。で、もちろんね、ウクライナは激しく反撃してて、ロシアの石油施設がボーボー燃えてたりとか、ドローン攻撃がね、あっちこっちに飛んでったりとか、ロシア国内でも民間人の巻き込まれ被害は200人ほど出てこの1年か半年ぐらいで出ていると言われておりますが、ロシアが調査していないので、実際どれぐらいの人たちが被害に遭っているのかわかりません。ですから、なんかね、ロシアとウクライナの被害をやっぱり相対化する人たちが、右にも左にもたくさんいるんですけれども、しかしこれはあくまでも非対称戦闘です。だから、ウクライナの人たちは民間人を狙いたくて狙ってるわけではありません。あくまでもロシアの石油センターとか軍事施設を攻撃してるんです。で、一方でロシアはこういうただのアパートにミサイルをぶち込んでるわけです。
だからなんでこれでロシアを擁護できる余地があるのかということをずっと言っているんですけど、まあ、左派リベラルの人はね、ちょっと日本の人たちはウクライナに相変わらず冷たいので、はい、ということでですね、こういう大きな被害が出た時ぐらいは注目してほしいなと、せめて思います。はい。ですね。アナキズムとコミュニズムも最終的な着地点は近いものがありますね。ですね、ウクライナに関して言うと、イスラエルとは最近かなり、イラン戦争をめぐってだいぶバチバチしています。ただ、イスラエルの、まあ、ああいう虐殺が起きた時に、本来だったら、戦争侵略被害国なので、パレスチナの立場も考えろということで声明を出してほしかったんですけど、まあ、未だにね、なんか、歯に物挟まったような言い方をしているので、まあ、ゼレンスキーはずっとシオニスト疑惑をかけられてるわけなんですけど、まあ、立場的に確かにイスラエルを非難するとアメリカから何を言われるのかわからないので、ウクライナから言いにくいというのはあると思います。はい。ただね、だからといって容認できるわけではないですね。はい。だからウクライナも全然無病の存在じゃないですよ。実際ロシアに民間人のね、方々だって亡くなってるわけですし、それは否定しないですけど、っていうとこですよね。いや、ほんと国家も解体してほしいし、もうどっちもどっち論はやめてほしいですね。はい。新ロシア政党が一つ減りましたね。はい。一世会もね、よく持ち上げられますけど、ロシアプロパガンダやってる連中ですからね。はい。私はあまり好きじゃありませんね。はい。確かに、右翼団体としては話が通じる人たちですけど、右翼団体ですから、しかも新ロシアなので、ずっとですからね。はい。そうですね。まともな右翼として持ち上げる左派がいますけどね、あなたたちもしかしてロシアを間接的に擁護してないですかってちょっと言いたくなりますよね。左翼リベラルの人たちはやめてください。お願いします。はい。そしてロシアに関してとんでもないニュースが舞い込んできました。まあ見た方もいると思いますが、ニューヨークタイムズが、報じました。成田空港駐在のアエロフロート社員の、某氏が、ロシアの軍事機関 GRU 第20局に所属する将校であると名指しで、指名しました。彼の東京での役割は日本製の技術を第三国経由でロシアに輸出する手配を行い武器に使用されることだ。日本企業プロコエアも名指しでスパイであると、言われました。はい。ということで、読売新聞が、まあ、ですね、コピーみたいな記事を出してるんですけど、都内のアエロフロート事務所がロシア人スパイの活動拠点になっている疑いがあります。身分偽った軍将校がハイテク機器買い付けと報道。米紙ニューヨークタイムズによると、西側の情報機関関係者らの話として、ロシアがウクライナ侵略に必要なハイテク製品や工作機械を日本から第三国経由で密輸していると報じたと。ロシアの航空最大手アエロフロートの事務所が活動拠点になっているという噂であり、ロシア軍参謀本部情報総局 GRU の現役将校である人物が関わっていると。ロシアにとって日本はスパイの天国であるという。いやー、最悪ですね。最悪です。今、右翼の人たちが大喜びでスパイ防止法を制定しろって言ってるんですよ。だからロシアを防ぐためという大義名分ができたもんだから、めっちゃめちゃ喜んでるんですよね、彼ら。しかし、ニューヨークタイムズだ、読売新聞は都合悪いから書いてないんだけど、ニューヨークタイムズの記事を読むとね、日本政府に対してウクライナ政府は8回、外務省に対してですよ、正式な書簡を送って、間違いなくロシアのスパイがあんたの国で活動してるからなんとかしてくれっていう書簡を送ってるって書いてあるんですよ。8回も警告されてたのに放置してんのっていう。まあそしてアルジャジーラも報じているんですけど、日本の新しい諜報機関とは何かということで、まあ小谷哲夫さんとかが出てる喋ってるんですが、まあ中央集権的なですね、こういう機関がないと、まあロシアがですね、よろしくないのではないでしょうか。東京は DPRK 北朝鮮、ロシア、中国など近隣諸国の脅威に直面しており、その取り組みに対抗するには国家情報機関が必要だと主張しておるみたいな。いやー、アルジャジーラにこれ言われちゃうのかというですね、厳しいですね、正直。これはもう外圧になってると思いますし、もうこの勢いで高市さんはもしかしたら、スパイ防止法のなんかね、大号令を、まあ次の国会になると思うけど、出し始める可能性がちょっと出てきました。いやー、8回もウクライナの警告を無視した人に言われたくらい。というか、あなたロシアに対抗する気なんてないでしょ。
まあね、散々ロシアの石油を買うとかね、ウクライナをキーウに何回も高市さん来てくれって言われてんのに行かないとか、謎の行動をしている高市さんなんですけど、あなた本当に右翼っていう、ずっとね、ウクライナ支持の人たちからもね、結構嫌われてるんですけど、なのでですがね、このままですね、ただスパイ防止法みたいな外合唱が始まるとちょっと、いやー、私たちにとっては危ないですね。なんぼね、海外の人とかウクライナの人とかに左翼を取り締まる月なんですよ、こいつはっていうことを言ったとしても、あんまり聞いてもらえないんじゃないかっていう感じしますよね。流れとして、だって、ロシアとか中国の脅威があるからみたいな話が、やっぱり海外の人から見たら分かりやすいじゃないですか。嫌だなぁと思います。はい。ということで、ゴブリンさん、コンカラスです。一ノ瀬さん、タイムさん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。ニュースピックと、ですね、というニュースメディアの見出しが日本はスパイ天国だったので眉をしかめたんですが、これが、もうそういうね、報道がそうですね、読売が出してから始まってますよね。いやー、ほんとロシアなんてことしてくれてんだよっていう。戦後から実際ずっとスパイ天国ですよ。だってね、CIA の岸信介みたいなやつが首相やってるんですよ。アメリカのスパイはもちろんのこと、中国のスパイもいるし、ロシアのスパイだってそりゃいるじゃないですか。そりゃいるんだけど、だから公安警察が、そう、その通り、公安警察はこういう人たちをわざと逃がしてたわけでしょ。ロシアとか中国をね、中国はともかくロシアを本気で怒らせたくないからですよね。何言ってくれてんの今更っていうだから結局スパイ防止法みたいなのを作ってもこの人はロシアを取り締まらないですよ。だって現行法でもさ、だって名指しでもアイロフロートにね侵入してるって言われてるんですよ。捕まえりゃいいじゃない。捕まえるっていうか、いきなり人権侵害はできないとしても任意聴取ぐらいすりゃいいじゃないですか。公安警察得意技でしょ、そういう転び工房みたいなの。でもやらないわけですからね。だからロシアには忖度するけどね、左翼には忖度しないという最悪のスパイ、防止法が制定されてしまうのではないかという、いやー、ちょっとおかしい、嫌な流れになってしまいました。はい。しいたけさん、ドラさん、コンカラスです。昔産経新聞の幹部がソ連のエージェントだったのが発覚したの知ってます？そうだったんですか？それ、今聞いた。ですね、別のデビルマンのコバを貼りたいです。デーモンではなく人間ばかり拷問する機関。スパイ防止法に絡んで行政が令状なしの通信傍受を可能に従っているという記事が、はい、出てますね。はい。それはね、あくまでも見込み段階なんですけど、とんでもねえ話ですよね。いや、通信傍受ってさ、行き過ぎでしょ。っていうか、アイロフロートの社員だってもう分かってんだから、通信傍受の必要なんてないだろ。とにかく、まずは任意聴取だろ、任意聴取って。お前、ロシアのスパイなんか本当なのかっていう話をしに行かなきゃいけないじゃないですか。相手のね、ちゃんと弁護士とかをつけたらいいと思いますけど、いや何考えてんのこの人たちはっていうことでですね、ロシアプーチン政権の思惑と日本の思惑が奇妙なことに合致してしまったので、いやこのままスパイ防止を進められたら嫌だなと思います。はい。スパイ防止法がばかり通ったらスカーレッタは活動休止だろうというですね。いや自民党はアメリカからの資金援助を受けており、社会党はソ連からの資金援助を受けていた。それはそうですよね。冷戦時代はそうでしたからね。はい。公然の秘密というやつですよね。ということでですね。ちょっとですね。ただそんな感じの状態の時で日本が大変だという時にですね、アメリカ様は何をしているかというと、ホルムズ海峡を封鎖しました。はい。20% の通行料徴収を発表。米イラン合意崩壊。私、何週間休んでましたっけ？いや、1週間ぐらいしか休んでない気がすんだけど。どうなってんですか、これは。意味がわからんって思いました。ニュース聞いて割と耳を疑ったんですけど、13日トゥルースソーシャルへの方向でイランに出入りする船舶に対する封鎖を、再開するなどと、ほざいて主張しております。封鎖の解除は6月に米国とイランの間で結ばれた、和平合意の一部でしたが、主にホルムズ海峡の制海権をめぐる両国の対立が深まり、ミサイルなどを発射する、しかもよりによってね、ハメネイさんの葬儀中に、いや、そこはちょっとほっ
とけよっていう感じだったんですけど、まあミサイルを発射するなどの暴挙をしたことで、まあすっかりイランがまた激怒してしまって、まあこういう状態になってしまいました。イランも商船を攻撃する、まあバーレーン、クウェート、ヨルダン、オマーンに対する米軍基地に対して新たな攻撃をするなど、また元に戻ってます、状況が。ナフサ不足はいつ解消されるんですかね。いや、なんかもう希望が見えなくなってきましたね、これは。ということで、東京新聞もまあ同じようなことを報じてるんですけど、トランプ氏は SNS で米国がエネルギー輸送の要衝である海峡の守護者になると訴えた。海峡の守護者海峡の守護者って書きましたっていう、まあこれに関してですね、荒口さんが、まあ得意のですね、皮肉で返してまして、米国大統領ドナルド・トランプ氏は正しい安全な通行を提供する者は誰でも対価を得るべきであろう。20% は少々高すぎるのではないでしょうか。イランは海峡の守護者でございますと。ですね。京都人かっていう感じの、まあ高度な皮肉で応酬してるんですけど、いやー、困ってましたね、これは。だってイランにもアメリカにも金払えないし、イランに払ってもアメリカに払っても日本に原油届かないんでしょう？どうしたらいいんですかねこれは。まあまさかこんなに早く合意が崩壊するとは思ってませんでした。はい。いやー、マジやばいですね。己べいていてですね。スパイ防止法に反対するのはスパイじゃなくても、スパイ防止法に賛成するのがスパイですよね。多分、参政党とか、賛成するでしょ。はい。ほんとこいつろくなことしないですね。あ、詩枠は、ごめんなさい。思惑か。すいません。仏教用語の方で読んじゃいましたね。失礼しました。合意って覆しまくっていいんだ。ベイティ様はすごいわ。力さえあれば人権侵害してはいいんだ。そんなことはないんですけどね。はい。風が吹けば桶は儲かるでヨーロッパ市場で日本のホンダ、日産が死んでいますが、あれもっと騒がれるべきではないでしょうか。ホンダはまあ複数の要因で死んでるらしいんですけど、EV にもうついていけないんでしょうね。令状なしの盗撮盗聴犯罪で思い出しましたが、過去にあった公安警察が日本共産党の党本部の出入り口を監視していたというニュース映像を YouTube で見ました力こそパワーを実現しないでいただきたいですね。はい。いやー、まあもう本当に救いようがないというかですね。本当ね、トランプでさえなけったらな、もう少しマシな展開だったかもしれないんですけども、どうしようもない感じですね。見苦しいですよね、いい加減。で、これでまた原油先物が80ドル付近まで上がってますし、原油先物でまた美味しい思いをしてるんじゃないですか、インサイダーやってるんじゃないですかという疑惑がずっと絶えないみたいですけど、それもね、本当国際的に調査した方がいいんじゃないかっていう気がしますよね。ちなみに私が寝てる間にイスラミックジャパンとか発言してましたね。あれは何だったんだはい。そんなトランプなんですが、アメリカ市民を相変わらず苦しめています。1週間で2度目、移民当局の発砲で男性死亡、トランプ政権の批判が高まるということで、ペイ東部メーン州では13日、外国人の男性が移民当局の捜査官の発砲により死亡する事件が起きました。またかという感じですが、強硬な移民取り締まりを掲げるトランプ政権のもと、7日でも南部テキサス州で同様の事件が起きたばかりですということで、ICE ですね。はい、ISE です。メーン州進出のビングリー下院議員は、移民税関捜査局 ICE の捜査官が車の窓越しに発砲、車内の人物が死亡したという報告を受けたということで、まあこういうことをする国はですね、当然ですけども、内輪というか内国のその人たちに対、在日外国人の人たち、在米外国人の人たちに対してはもっとひどい人権侵害をしているということですね。はい。今朝メイン州ビットフォードで26歳の男性が妻と娘に別れを告げ仕事に向かった。ほんの数分後彼は死亡し、頭部をアイスの捜査官に撃たれました。これはアイスで6日間で殺害した2人目の男性です。アイスは私たちの隣人を殺害しています。アイスは改革できませんので廃止すべきですと。はい。その通りだと思います。いや、マムタニーさんが大統領になるんだったら少しは違うかと思うんですけどね。まあちょっとその道はまだ見えないので。はい。八ボセさん、アコカラスです。来ていただいてありがとうございます。DSA の一人任せろってはい。ですね、京都人は皮肉がうまいという言説に迷惑している落外の皆様お元気でした。ごめんなさい。京都人だからといって皮肉がうまいということではありません。失礼しました。ですね、いや、FIFA に関しても本当操作した方がいいでしょう。
本当ね、マムダニさんをね、トランプの代わりに選んでたらもうね、今頃っていう感じですけども、時は遅いですけどね。はい。まあ、確かにひどいトランプの政治があったからマムダニさんが当選したという、まあ、論理でもあるんですけどもね。はい。廃止じゃ廃止でもう、まあ、入管と一緒で解体しかないですね。はい。ですね、まあトランプはね、最高裁で性犯罪がついに認められましたので、まあ公的にも山口紀之の仲間になったということだと思います。はい。そしてすいません、ようやくですが、パレスチナの話です。ガザでワールドカップ観戦会を開催の活動家がイスラエル軍に殺害されました。まあ殺されるというワードをちゃんとね、使うようになりましたね。BBC も遅すぎますけどね。はい。パレスチナ内部から悼む声と。私はワールドカップには当然批判的ですし、まあ FIFA はね、あんなことしやがってというふうに思っておりますけれども、これはいくらなんでもひどすぎると思います。人権活動家のモハメド・アル・ワヒディ氏が、イスラエル軍の空爆により殺害されました。哀悼の意を表します。ガザ地区の数カ所でサッカーワールドカップの観戦会を企画し、少しでもね、娯楽のないガザの人たちにですね、少しでも気晴らしになろうよということでですね、エジプトを特にまあガザの人たち応援してたので、まあ、エジプトとアルゼンチンの試合などをですね、このようにみんなで見ていたそうです。そんな人を殺しますかねもうだから本当イスラエルに都合悪いというか、パレスチナ人を励ます者は全員殺すみたいな感じですよね。はい。だからさそういうことをするから世界中の国から嫌われるっていう論理がまだわかんないんですかね。まあイスラエルはわからないんだろうけど、いやイスラエル支持の人たちは本当どうしようもないですね。はい。イスラエル軍の常識は本当に恐ろしいです。そしてイスラエルは意図的に子供を狙っているという国連調査委が認定、文章がですね、東京新聞でも取り上げられました。遅すぎますが、国連人権委員会が設置した独立調査委員会が先月、イスラエル当局がパレスチナの子供を意図的に殺害していると認定する報告書を出しまして、被害の実例も多く取り上げていると。まあこれいろんな人がね、やっぱり報告書といっても、まあアルバネーズさんもそうですけれども、かなり強くイスラエルを批判している人たちなので、まあどういう感じなんだろうかということで、いろんなまあ人たちがチェックしたみたいなんですけど、まあ、これが事実だとすると、ですね、イスラエルは意図的に、まあ少年少女とかを殺害しているというふうに認定せざるを得ない。まあ、例えば2024年1月避難を準備し白旗を持って家の外に出た15歳の少年らが数発狙撃され殺害、調査員はイスラエル兵に撃たれたと分析しており、狙撃手については標的が子供で白旗を持っていたことを見ていたにもかかわらず殺害したと。まあその他にもね、頭部を意図的に撃ったとか、まあ足を狙ったとか、そういう話が無数にあるわけですけれども、まあもう言い逃れできないところにもう来ていると思います。はい、無数の証拠が揃っていますし、まあ裁判所があれだけ言ってもね、言うこと聞かなかったのはイスラエルなので、はい、まあどんどんね、こういうね、もちろん子供の命だから尊いというわけではないし、大人であろうと子供であろうとね、命は命なんですけれども、まあ、こういうことを平然とする軍隊であるということは、ですね、今後も認定していくべきじゃないかと思います。はい。公権力による死に関するニュースがあまりに世界で多すぎます。いや、本当にね、だから本当戦争ばっかりやってるの嫌になりますよね。まあ、暴力装置の本性丸出しですよね。まあ侵略国家のね、軍隊っていうのはやっぱりこういうものなんだと思いますよ。だからやっぱり救助を会見しちゃダメなんですよ。はい。イスラエルがパレスチナのサッカー選手を殺しまくってる旨のポストが出まくっていますという。そうですね。パレスチナのサッカー選手も意図的に狙われているのではないかってレベルで殺されてます。はい。まあ軍がね、そうですね、非人道的なのは常なので、まあそもそもイスラエルだけが特別かというとそうではない。まあナチスの例も分かりやすいですけれども、別にナチスと比較しなくても大日本帝国みたいな例もあるわけで、ああいう悪逆非道な軍隊っていうのは歴史的にたくさんあったわけですけど、やっぱりその当時の極右的な政府であるとか、熱狂的な市民に支えられていたというところがあるわけですよね。だからイスラエルも同じ状況に陥っていると思います。はい。権力の腐敗はね、悪逆非道は当たり前にしてはいけません。
イスラエルによる違法合法な入植、アウトポスト、殺人、暴力、収奪、破壊、あらゆる犯罪行為が日々行われすぎていて、情報のアップデートがまるで追いつきませんという、ジャーナリストの藤原良二さんですが、イスラエルの国防省が7月7日、武装した入植者の支援を受けてヨルダンとの国境に沿って40カ所の入植者ポイントを創設する。ヨルダンもかよっていう感じなんですけど、ヨルダンやレバノンに対しても同じようなことを悪逆非道の限りを尽くしていると。こういった国と世界は商売し、占領地経営に資金を出し続けていると。許しがたいという話ですね。はい、藤原さん新刊がそろそろ出ますので皆さんご注目ください。はい、ガザの空の下、それでも明日は来るし人は来る、生きるですね。はい、なんですけど、そんなイスラエルとしかし商売する国なんてあるのかという話なんですが、はい、本日のニュースです。イスラエル企業が新潟と富山に半導体の拠点。イスラエルの半導体受託生産タワーセミコンダクター社が14日、新潟県妙高市と富山県魚津市で光通信用の半導体を製造する拠点を整備すると発表いたしました。総事業費6000億円、経済産業省が約1600億円を助成する。税金払うの？イスラエルの企業に税金払うの？1600億円。信じられないですね。何考えてんですか？ニュース見てないの？経済産業省って。はい。皆さんなんで防衛省がね、イスラエルからドローン買おうとしてるか分かりますよね、これで。何も考えてないんですよ。ていうか、マジで、イスラエルと組んだ方が得だと思ってる臭いんですよ、日本の官僚は。もう終わってるな、ね。こんだけ倫理的に腐敗したね、国ってあんまりないんじゃないですかね。金になりゃそれでいいんすか。いやー、これ中止に追い込むべきだと思いますよ、正直。で、じゃないとだって1600億円ですよ、1600億円。1600億円あれば何できるの？はい。日本のお金を渡してですね、イスラエル企業の半導体拠点作らせる。何を考えとんのやっていう。技術協力でさえ嫌なのに。はい、このようなことは、どんな世界のどんな国もやるべきではないと思います。はい。ですね。いや、ないでしょう。わしらかい。どうなってるんやって。官僚さえ良ければいいのか。自民党、自民維新3政党など右側の政党だらけになってリベラル系の受け皿がなくなってますし、まあ官僚の人たちは結局自民党の、ね、言いなりなのかもしれないですね。いや、給食費無償化ぐらいできるでしょう。資本主義の行く先は金になれば何でもいいという風になるんですよと。レバノンは攻撃されるのはヒズボラのせいらしい。もう何でももうハマスがヒズボラに変わっただけだもんな。ヒズボラは確かに凶悪な組織ですよ。パレスチナ人を殺したこともあるので、私は肯定しませんけど、そういう問題じゃないですよね。ですね。将来性も何もないですよね。メイドインジャパンのイスラエル製品はどこの国が買うんやというですね。本当になだからさ、ただでさえそのメイドインジャパンの武器をですよ、輸出することに対して非常にね、嫌悪感がまあ当然だと思いますけれども、今まで武器輸出なんてね、そんな確かに朝鮮戦争の特需とかいろんな歴史がありましたし、日本は無病の国家じゃないですよ。今までだって軍事協力はアメリカに散々してきた。トーマホークも作ってきました。だけども、本当にこんなに開き直ってね、軍事産業に、露出していいのかというような議論があるのに、まあ、イスラエルをよりによって呼ぶという、最悪のね、道に進もうとしてると思います。はい。しかしですね、まあ、自民党にとっては、まあ、ちょっと小野寺五典さんとかにとっては残念なことかもしれませんけど、ネタニヤフはクビになるのではないかと言われております。10月27日に総選挙が、開かれることが決定しました。もう今の段階で決まってるんで、まあ、選挙できないんじゃないかと言われてたんですよ。イラン戦争の件もあったからね。まあ、ただ、意地でもやるんじゃないかと思います。イスラエルのね、まあ、
反対派って言っても反シオニストではないので、そこはちょっと割り引いて聞く必要はあるけど、反ネタニヤフの人たちは結構真面目になってるみたいなので、ネタニヤフはおそらく逮捕されるんじゃないかと思います。というか、首相を辞めたら逮捕されるって言われてるし、この人犯罪者なんで、戦争犯罪以外にもね、汚職とか無数の悪いことしてるんですよ。なのでですね、ナショナリスト政党、宗教政党で構成されているネタニヤフ与党は、敗北をするとの見通しが相次いで示されている。ただ野党側にも政権奪取の明確な道筋は見えず、今後も混迷する見込みがあると。私が心配しているのはですね、結局カツとかネタニヤフほど右寄りじゃないけれどもろくでもないシオニストのですね首相になってしまって、パレスチナ政策とかがあんまり変わらなかったら、それは虐殺が継続しちゃうことになるんで、それはやめてくれ、勘弁してくださいよっていうふうに思うんですけれども、せめてリベラル寄りのね、人たちが入った政権にしてほしいし、リベラル派、イスラエル系アラブ人の人たちの連合政府とかに、してくんないかなと思いますけど、とにかくベングビルとかの極右とネタニヤフは逮捕すべきだと思います。でないと本当にイスラエル滅びますよ。いや、私は滅んでほしいけど、政府には正直言って。はい。ということでですね、ペタさん、コウカラスです。トランプもネタニヤフも流行って犯罪者ですね。はい。ということでですね、最後、ちょっとおまけというかなんですが、日経ビジネスがね、とんでもない記事をちょっと出していたので晒したいと思うんですが、深刻ないじめがイーロン・マスクやピーター・ティールに与えた影響ということで、これね、読まなくていいんですけど、ログインすると無料で読むことができます。どんな記事かというと、天才的イノベーターの中には子供時代に深刻ないじめに苦しんだ人物が目立ちます。イーロン・マスク、スティーブ・ジョブズ、ピーター・ティール、ビル・ゲイツ、彼らはいじめを受け、その体験はイノベーターたちの思考や行動原理にどのような影響を与えたのかという、ティールやマスクを褒めたたえるような記事なんですけど、はい。なぜ富裕層は世界を日本を破壊するのかというですね、記事が、週刊現代さんの方から出ておりまして、AI を使ってですね、永遠の仮想階級みたいなものが作られようとしているのではないかということを、言ってる人がいます。何も陰謀論者じゃなくて、ジョセフ・スティグリッツっていう人なんですけれども、01年にノーベル経済学賞を受賞したコロンビア大学のジョセフ・スティグリッツが、すでに各国で世界が住宅を買えなくなり、中間層の所得が停滞し、教育機会や医療へのアクセスに格差が生じています。多くの人は格差や成長のために必要だと考えていますが、限度があります。所得が上位に集中しすぎると、中間層や低所得者層の消費や能力が弱まりますと、いうことでですね。なんでこういうテック右翼の人たちがね、庶民いじめみたいなのが大好きなのかっていう話なんですけど、日経の記事読むとね、やっぱりいじめられたからいじめ返してるつもりなんじゃないかなっていう気はするんですよね。いじめって、虐待なんで、立花隆とかもいじめられっ子だったことで有名なんですけど、人間の人格に本当破壊的で深刻な影響を与えるんですよ。私もいじめられっ子だったんでね、あれなんですけど、ね、元に戻れないので、だから、そういう人はね、やっぱり自分をケアしたりしながらですね、本当は自分の心の傷と向き合っていかなきゃいけないんですけど、それができないと、マスクとかティールみたいな人間になってしまうのかなという気がします。はい。で、そういう人間がですね、我々の社会を破壊して、自分たちだけで得をしようというようなですね、テック右翼的な資本主義を、推し進めようとしてるわけですけど、今、このね、AI とかの動きを止めないと、歯止めをかけないとですね、本当に身分制社会みたいなことになってしまうと思いますので、単なるですね、アメリカ帝国主義に反対も当然そうですけれども、だけではなくて、ロシアも含めてですね、こういう、弱い者いじめをするような、ね、人たちに対しては、脳を突きつけていきたいなと思います。はい。ということで、世界とウクライナ、パレスチナ、アメリカなどの話でございました。やはりいじめは許されざるものです。弱者が強者になって新たな弱者をいじめる無限ループにしかならない。いや、ほんとそうなんですよね。だからいじめられたことの復讐をしているようにしかやっぱり見えないので、それは間違った生き方ですよね。私が言うのもなんだけど、権力と戦ってくださいよっていう。だから自分が権力側に行っていじめてどうすんのっていう話ですよね。そう。だからピーター・ティールも民主主義を憎んでるんだと思いますけどね。はい。
むやみに人格を持ち出すのはそうですね。もちろん彼らの人格に問題あるのは事実ですけど、根本的には皆さんの言う通り、資本主義のね、構造的な問題ですので、このままですね、一部の人たちだけに富が集中するような社会を作るのは問題であるというスティグリッツさんの意見が正しいかと思います。道の会長さん、コーカラスです。来ていただいてありがとうございます。そうですね。いじめを受けても、ピーター・ティールやマスクみたいな人間になるわけではありません。私もいじめられっ子でございます。ですね。だから、大金持ちにやっぱりね、なってしまったことがね、彼ら自身にとっても不運だったのかもしれないですね。そう考えるとね。はい。ということで、アメリカ等々の話でございました。皆さんよかったら、ハイプとか高評価とかですね、ご協力いただければ助かります。すいません。しばらくぶりだったので、おそらくですね、アルゴリズムが下がっているかと思いますので、よろしくぜひお願いします。ちょっとお水飲ませてください。はい、失礼しました。その通りですね。ちょっとね、個人のあまりに人格にフォーカスした記事を日経ビジネスが書いてしまったので、そっちにちょっと引っ張られてしまったと思いますが、あくまでも社会構造のね、問題でありますので、あくまで一人の人間が、長万長者みたいなのになってしまった結果、なぜか我々のね、社会を破壊しだしたという、なぜかっていうか、その資本主義の原理が理由だと思うんですけど、結局ね、人の富を食い尽くすようなことをしだしているので、それは良くないという話ですね。はい。ということで、皆様補足、フォローありがとうございます。はい。ということで、皆様、本題でございますが、本題というか今までも本題なんだけど、ちょっと日本の話に入っていこうと思います。高市政権支持率 65% の恐怖ということで、成立目前の悪法などをまずまとめていきたいと思うのですが、その前に今の状況をですね、ちょっと久々なので、ちょっと映像を流したいと思います。嫌な方はミュートしててください。会期末まであと4日。参議院では与野党の国対委員長が会談し、一つの合意を結びました。7月の15日水曜日、1日でですね、この皇室典範についての改正法につきましては、質疑採決まで行くということで、おおむね合意をしたということでございます。これで終盤国会の最優先法案と位置づけられていた皇室典範改正案は、会期内の成立が確実に。およそ1時間後に総理官邸で開かれた政府与党連絡会議で、高市総理はこの表情です。残された大きな懸案はあと一つとなりました。今国会の会期も残すところわずかとなっております。残る、議員立法、議法の副首都法案につきましても、与党が一体となって、会期中の成立を目指してまいりましょう。それは連立を組む日本維新の会との大切な約束。向き合って座る吉村代表はこう応じました。今国会もいよいよ残りわずかとなりました皇室典範の改正、また先ほど総理官にありました副首都法案、この2法案の確実な成立を目指していくこと、これをぜひ確認させていただきたいと思います。こちらは副首都法案を審議する衆議院の特別委員会。はい。ということで、次から次へと悪法が成立してしまった上に、なんか副首都法案というよりによって誰も望んでない法案を維新が前のめりで成立させようとしている。皇室典範も改正しようとしているというような状況ですね。はい。いや、何なんでしょうかね、この笑顔。これどういうことなのっていう、この笑顔って何っていう。はい。マジで余計なことしかやってない高市政権なんですけど、最初にちょっとね、捕獲法案の話行く前に、中傷動画の話ちょっと挿入できるところがなかったので先にしちゃいたいと思いますが、中傷動画の陳述書発言から3週間出さないの声もということで、出さないそうです。近日中に秘書の陳述書を予算委員会の理事会に提出させ
せてくださいと、まあ前回前々回ぐらいのカラスマラジオで言ってたような気が高市さんするんですけれども、まあ陳述書でそんな許されないだろうみたいな話をしていたと思うんですが、実際にはまだ提出もされていません。おそらく今国会では提出されないでしょう。はい。で、自民党のですね、コメントとして、みんなまあ、国会が終わったらですね、関心を失っているだろうという、非常に前向きな、見解がありますね。森友家系って何年言い続けてるか分かりますかね。はい。絶対許さないと思いますが。はい。ということでですね。まあ、ずっとこの問題を追及している現代さんも、文春はなんかちょっと及び腰になりつつあるようなんですが、が内閣広報官とやり合っています。高市総理の経歴疑惑で捏造ポストを発信か。まあ、コングレッショナルフェロー云々の話はですね、まあ、この中傷動画とはまた別の問題なんですけれども、まあ、この内閣広報官の佐伯っていう人が、2週間現代がなんかね、ですね、高市さんの元同僚の、キップシェルーテスさんに取材したところ、この人はコングラッチフェローでも何でもないみたいなことを言ったので、それをですね、私が改めて確認したところ、彼女は正確に言えばコングレッショナルフェローでしたということを X にポストしました。なんでこんな重大な情報を X にポストすんのまあ、っていうことでですね、まあ、いろんなところで、意味で、まあ、みんなびっくりされたんですけれども、悪い意味でですね。で、これは公式のお墨付きであるというような、ことを言ったんですけど、まあ、週刊現代さんとしては、シェルーテス氏とどのような手段で直接連絡を取り取材を行ったのか、公式名簿に高市氏の名前はなかったんだけど、どういうことなのか、曖昧な表現で主権者に、有権者への説明責任を果たせていると言えたのかというような、まあ話をしていたんですけど、まあ結果だけ聞くと、まあ11日にですね、また、これに返してきて、なんかメールが返ってきてあって、なんだ、キップシルーテスさんからこういう風に書いてありましたというような内容の、メールがですね、来ていたということでございます。まあただこのメールっていうのが本当に、まあ真にですね、キップシルーテスさんのものなのかどうかもわからないし、現代がさらに、追い取材をしたところ、まあもう話したくないみたいなことをこのシェルーテスさんから言われてしまったということで、もしかして圧力かけてないというような、まあ話もされててですね、まあとにかく中傷動画問題とこの経歴詐称問題からはですね、高市さんと高市さんの周辺の人たちは何が何でも逃げ続ける、ようなムーブを見せております。はい。ということでですね、ピーター・ティールの場合はリバタリアニズムや新自由主義の影響も大きいし、思想的なバックボーンも軽視してはいけないと思います。そうですね。ありがとうございます。そうですね。そこら辺ちょっと、言い落としていましたね。はい。大阪府知事がね、ここにいるのが本当おかしいし、大阪も望んでない。福祉とをめぐって大阪維新と福岡自民党で潰し合えばいいのではないか。大阪の上下水道管は絶賛崩壊中でございます。ということでですね、水道管破裂しまくる福祉とって一体何なんでしょうね、本当に。大阪の河川の排水機構もマジで崩壊しています。福岡自民党ちょっと今回ね、取り上げるスペースがなかったんですが、もう、自民党もひどい腐敗で揉めまくっているらしいので、いや、もう。で、福岡もだから福祉とに立候補してるんですよね。どういうことなんでしょうね。内閣広報官はなんか高市さんに対して余計なことばっかりしてるような気がしますよね。だってこんなこと佐伯さんが言わなければさ、みんなね、経歴詐称問題についてはそんなに言わなかったじゃないですか。でも、めちゃくちゃ注目されてて、まあ、このポストが。だから本当にシェルテスに確認したのかとか、シェルテスに圧力かけてんじゃないかみたいな疑惑が新たに浮上してるんですよね。もう、やぶへびだったと思いますね。台風によって大阪の水道管が破裂しましたが、そこはかなり交通量の多い場所で7時台、8時台に破裂していれば確実に死傷者が出ていました。ですね。まあ、こういう人が内閣広報官を名乗ってやってるっていうのがもう公共が崩壊していますよね。はい。で、この件でですね、各種法案の話にちょっと入っていきますが、各法案の進捗のうち、10日の付で更新をしましたということでですね、令和、コネクトの、ロゼフィさんありがとうございます。議員の保身のために議員定数削減だけは運ばれたが、でもそれ以外は全部通るということなのかということでですね、まあ、当然の怒りだと思うんですけど、こちらのグラフによりますと、皆さん知っての通り、定数削減法案は野党
党の必死の抵抗により、なんとか、修正されました。次の国会で出すみたいなことを言っていますが、出すべきではないと思います。で、国旗損壊罪法案は、まだ成立してませんが、成立の見通しです。最新見直し法案は、ギリギリ成立するかしないか。皇室典範はさっき言いましたね。15日、明日という話。国民投票法改正案は、おそらく通ってしまうでしょう。ということでですね。あと、SNS 対策法案は昨日通りました。はい。こっちもね、国旗損壊罪ほどじゃないけれども、表現の自由に対する規制になるのではないかというような懸念もあったんですけれども、スルッと通ってしまいましたね。はい。個人情報保護法改正や、国家情報会議設置に関してはすでに、通過済みでございます。残念ながらですね。はい。ですね。そうですね。だから自民党の地盤がね、少しずつ崩れてるし、こういうあまりにも強引極まりない国会経営をしたことでですね、そのツケは必ず回ってくると思うので、ここで追及の手を緩めるべきではないと思うんですけれども、残念ながらですね、みんな、反対してた国旗損壊罪とかのひどい法案は、通ってしまうんじゃないかというふうに言われております。野党が妥協したからなんですけど、そこはちょっと後で言います。しかし国旗損壊罪法案についてまず話すんですけど、本当にこれひどいですよね。国旗損壊罪はそもそもだからどういう法案かっていうと、人の思想を縛る法律だっていうことですよね。ちょっとだけ動画流しますが、はい。実質的に見ましても、本法案は表現行為について何が不快か否かを国家が一義的に決めるものとなっています。まさに内容規制が持つ危険性をそのまま内包していると言えます。さらに、そもそも国旗それ自体が憲法において確定したものでもありません。何を国旗として扱うか、扱うべきでないかも、公の議論の対象となり得るものです。日章旗を国旗と考えないこと、また国旗とすべきでないと批判することは自由です。その中で本法案は、国家が日章旗に敬意を示すとみなすものは許容する、不快を催すとみなすものは抑圧の対象とします。国旗国家法の規定に対し、批判的立場からすれば不快でも何でもない表現活動を国旗国家法を是とする立場から処罰するわけですから、それは単なる内容規制ではなく、内容規制の中でも特に制限の程度の強い見解規制に属するものと考えます。本法案は内心の思想には踏み込まないと説明されています。しかし、人々が思想を形成する過程である思想の自由市場に介入するものであることは明らかです。はい。短いですが、これに尽きると思います。神戸大学の、木下教授のコメントらしいのですが、そもそもだから不快な表現か不快な表現じゃないかで、国旗損壊になるかどうか決めてんだから、思想の自由に踏み込んでますよね。これはどう考えたって。右翼の人が振ったら不快じゃないけど、左翼が振ったら不快だっていうことなんでしょそういう話じゃないんですか？右翼の人が自分の情熱を表現するために、国旗に火つけても許されるけど、左翼が悪意を持って火をつけたら許されないっていうようなことを言ってるに等しいと思うんですけど、本当に誰も憲法違反でしょって突っ込まないのか。いや、有識者の人は散々突っ込んでますよ。どう考えてもこれ憲法違反だから通しちゃダメですよっていう話をしてるんだけど、自民党は聞く耳持たないわけですね。これが支持されず時点で社会の授業が全く効果がなかったことだから憲法の勉強をした方がいいです。福岡麻生自民党のですね、麻生太郎反対デモが近日行われるそうでございます。皆様、チェックしてください。ですね、今、ごめんなさい。7月20日ですね。はい、20日に行われるそうですので、後で、リンク貼っておきます。ということでですね、こちらですね、ちょっとリクエストがありまして、生活ニュースコモンズさんの、記事をぜひ紹介してほしいということで、ありがとうございます。ご紹介いただいた方ありがとうございました。国旗損壊罪は歴史否定論を強化するのではないかということで、そもそもね、やっぱり、朝鮮とか、中国の人たちからしたら、極めて不快な法律だし、日章旗そのものに歴史的な加害の問題があるわけじゃないですか。で、国旗などのシンボルが国家主義、軍国主義を強化し、人々に国への忠誠心を植え付ける役割を果たしてきたのです。国家による愛国心の押し付けなどの思想統制に反対する人々は国家権力による弾圧の対象となっており、さらにこのように国家主義、軍国主義が強化される中で侵略戦争や植民地支配が遂行されてきました。日本の植民地や占領地でも人々に日本の国旗が強要されました。ということでですね、ぜひ全文はですね皆さん読んでいただきたいんですけれども、
日本がですね、日の丸を掲げて、朝鮮の人たちから激しく非難されたという歴史のことが、少し書いてあります。当然なんですけれども、暴力的な植民地化政策を行っていましたので、日本による大韓帝国の当時の支配の正当性を人々に示すため、大韓帝国皇帝に対して各地を巡行させたと。侵略下に行われた皇帝の政治利用に反発が広がり、各地で皇帝と伊藤博文を歓迎するために人々に日の丸を継承するように指示を出されたが、拒否する動きが相次いだ。義州では歓迎会場に掲揚された日の丸が夜半に切断されるというですね、おそらく朝鮮民族の方のだと思うんですけれども、日の丸がまさに切断されるという事件が起きてるんですよ。こうした事態に日本側は強く反発。当時は、東京朝日新聞では日本国旗破棄や国旗侮辱問題などのセンセーショナルな見出しで当時報道が行われた。こうした報道を読んだ日本人の間で、大韓帝国の人々に対する、差別的なものも含めですね、反発の心が広がったと見られると、いうことでですね。だから当たり前なんですけども、大韓毎日新報は朝鮮の人たちが日の丸経由を拒否するのは当たり前だろうってね、そんなもん掲げられるかというような反論をしてるんですけれども、皆さん知っての通り、これからどんどん植民地支配が進む中でそういうことも言えなくなってきたわけですよね。だからそもそもこういう歴史のある旗なんだから国旗侮辱問題みたいなの100年経ってまた法律にするみたいなのがですね、もうとんでもない話だというのは、そりゃね、朝鮮や中国の方々からしたらね、こいつら何も反省してねえなっていう風に見えるのは当たり前の話じゃないかなと思います。はい。いや、ほんとね、だから、河合祐介みたいな、ああいう戦前のね、軍国主義者みたいな人が日の丸まとってること自体の方が侮辱的ですし、実際にもね、歴史とかと照らしてもですね、やっぱり朝鮮や中国とかアジアの人たちに対する侮辱のニュアンスがあるわけですよね。そう、侵略の象徴だったんですよ。当然の行為でしょっていう。もう、ハーケンクロイツと一緒に気にすべきでしたよね。日程の植民地主義はいつまでも続いていて、全ての国家に共通する植民地主義の違うもので、今でも行き着いているんですから、植民地主義は何も克服できてないっていうことですよね。はい。ということでですね、中道の中でも良識派の杉尾さんは、内閣委で国旗損壊罪の参考人質疑をしました。3人の参考人のうち2人の法学者が財形法定主義や言論表現の自由等の観点から違憲立法であると断言した。また本法がもたらす萎縮効果は取り返しのつかない事態を招く恐れや、日本国、憲法史上の歴史上初めて政府批判を禁止する法律ができようとしているとの、指摘が相次ぎましたと。いうことで、言うことは言ってくださってるんですけれども、今ですね、結局、立憲民主党も含めて、野党の人たちが、その国会をボイコットしていたんですけども、そのボイコットできなくなった理由についてはね、同情の余地はあるので後で説明しますが、こうやって審議に応じてしまったことで、この国旗損壊罪もですね、ロゼフィさんの言うように通ろうとしているわけです。だからそれはね、やっぱり最後までボイコットを貫いてほしかったなというふうには思います。ただ、もちろん参政党などはね、賛成なので、ボイコットしたところで潰されてしまうのは確かに目に見えた結果ではあるんですけどね。日程の残滓が戦後も社会の中で生き残ってきましたからね。明らかに戦後の方に長かったのに、今でもたった3、40年の共同幻想がここまで生きるとはということでですね。はい。そしてそして立憲民主党はこのような及び腰になってしまったのか。はい、この人のせいですね。一部はね、中道の野田氏、皇室典範改正を反対すべきであるが、執行部に配慮ということで、いや、小川さんも悪いんだけど、中道改革連合の野田共同代表が10日に、なんか言いました。党の決定に従って賛成したと明らかにしました。はい、皇室典範改正案はですね、賛成されました。中道改革連合によってね。典範改正案については立法府の総意から逸脱している。本来ならば私は反対すべきだと思っているが、各中の栗を拾ってきた党執行部の邪魔をするわけにはいかない。党執行部の邪魔をするわけにはいかないって何意味がわからんのだけど。いや、あなたはだってもう、役職を外れてて好き勝手言える立場なんだから、そこは止めろよという、至極残念な結果だって言ってるんですけど、あなたが残念ですわ、本当に。ということでですね、中道改革連合さんが、なぜか皇室典範に賛成するという謎のムーブをしてしまったことにより、国会もですね、半ば正常化せざるを得なくなり、皇
こういう事態になっているわけです。いやー、まあもちろんね、国民民主党や参政党の方がね、邪悪ですよ。もともと自民党に賛成しているわけですから。でも結局彼らと巻き込んでボイコットせっかくしてくれてたのに、なんでこうなっちゃうのかなっていう。まあ私はね、皇室反対派なので、別になんか女系天皇にすべきみたいなことはもちろん言いませんけれども、まあ意味不明なムーブだなと思いました。はい。和王さん、ここからです。罰を与えないと尊重されない国旗って何って。自己と国家を重ね合わせるような精神性にどうにか歯止めをかけないと、いや、本当にナショナリズムの効用に使われるから危ういですよ、これは。だから、杉尾さんのおっしゃる通りなんですよ。で、杉尾さんのおっしゃる通りなんだけど、中道さんはなぜこうやってまとまれないんですかね。なぜなんでしょう。はい。日程の斬首が生き延びているのは、普通の日本人がアジア諸国の人たちに南京事件や UF 事件を指摘されると反日だと反感を持つのはその証拠です。はい。歴史否定主義が生きてますよね。はい。だから過ちは過ちと認められないというのがね、本当ね、日本の悪いところだと言われて久しいんですけれども、柔道の人たちはね、反省してないのかな、2月の件を。いや、本当ね、天皇制廃止してれば本当こんなことにならなかったんですけどね。ということで、まあ、皇室典範をなぜご利用ししているのかということなんですけれども、はい、ホラーより怖い映像がちょっと出ていますので、1.5 倍速にしとくか、ちょっと我慢して、皆さん嫌な方はミュートしててください。主催者代表として、会見のご挨拶申し上げます。第28回でありまして、普通でしたら、よくこんなに長く続いてきたものだと言って、私たち喜ばなくちゃいけない。しかし、これくらい、待っても実現できなかったことというのはないわけで、長寿を祝うような会では私はないと思っています。そして、ようやく、80年代か100年代に一度の好機が来ようとしている。それが皇室典範の改正という機運とも重なっている。積年の積もりに積もった宿題がやっと解けるんだろうかという、そういう景色がちらほらと見えてきているんだと思います。これを見たい。本当に見たとき、私は全国民の頭の上の空がすっきりと配るというように透き通るんじゃないかなと思います。そのことは一丁やったのかということで、商工業の皆さんのやる気だってきっとつながるはずなんです。日本経済を大きく前進させる上でも、変な形でプスンと燃料切れみたいなことは絶対してほしくない。とりわけ、避けていただきたいのが安易な迂回を取ることです。真正面に救助があるんだけど、それは難しいと合意をするのが難儀である。だったら、いつ地震が起きるかわからないから、緊急事態、いや、わかりますよ。緊急事態の大切です。しかし、国民は本当に救助ができるかどうかを待ってるんですよ。迂回路を通っていったら、いつか正面につながる道があるか、多分そこにはない。迂回は迂回路で行き止まりです。のみならずもう一回で申しますが、再来年は1月が台湾総統選挙、6月がフィリピンの大統領選挙、台湾というのを日本とフィリピンのアメリカの同盟国で民主主義国が挟んでいるからなんとか思ってるんです。日本がいつまでたっても変われないということを見たら、台湾の世論だって影響を受けますよ。フィリピンの世論だって影響を受けます。したって私たちの今年来年の決断というのは、10年、20年、30年、いや50年、この地域の数字を決めるんだと申し上げて会見を進めていきたいと思いました。はい。日本会議の谷口会長の言葉なんですけど、フィリピンと台湾出しにするの本当やめていただいていいです。で、まあ結構古い映像をね、ツイッターの人たちはまあ流したりするんで、一応確認したんですけど、今年の映像ですね、5月3日に開催された待ったなし憲法改正公開フォーラムというやつで、自由民主党の新藤義孝さん、日本維新の会の安倍さん、そして国民民主党玉木雄一郎、そして櫻井よし子などが出演して、皇室典範改正で暗躍している桃地明さんなども、ご出演なさっていたそうでございます。いやー、すごいですね。ほんとホラーより怖いわ。いや、結局あなた方のイデオロギーというかエゴでしょ、これは。だからこういう人たちが皇室典範を改正してほしいみたいなことをね、言って、それを勢いで9条改正だみたいな、ことを100年に一度の好機じゃということを言っていきり散らしているのをですね、まあ真に受けた高市さんがやろうとしているのではないかというふうにしか考えられないわけですよね。はい。だからまあ統一教会とか言ってる人が結構いますけれども、統一教会の影響なんて正直必要ないですよ。日本会議がこれだけご利用ししてるんですからまあ日本会議も新党政治連盟も賛成なわけですからね。はい。まあ特に陰謀論とか疑う余地もないんじゃないかと思います。最悪ね日本経済がどうとか言ってましたね。すごいですよね。これで日本経済が高揚するらしいですよ。すごい理論だな前提となる歴史観や価値観が違いすぎて日本語を理解できなかった。ひどいイベント。最新版じゃねえかっていうですね。まあだからわずか、2ヶ月前ですかはい。2ヶ月前の発言ということで、さすがに私も数年前の発言とかじゃないのかなと思って信じられなかったんですけど、びっくりしましたね。植民地主義者はこうして非植民地を出しにして搾取しまくる。そうですね。だから台湾の歴史考えたら本当侮辱に等しいですよね。天皇制が相続する限り女性はもちろんあらゆる人々の自己決定権は損なわれ続けます。生まれにより命の価値が決まるシステムは認められません。はい、その通りです。
これで民主主義を語ってるの詐欺だろって武田恒康のような言葉を鵜呑みにして日給皇族養子を進め出すし、ですね、はい、憲法改正はそうですね、天皇制解体以外は私も認めたくないなと思ってます。はい。そしてこういうね、朝日新聞はなんかアリバイ的な記事も出しているんですけど、皇位継承自民ベテランの葛藤、ドアが閉まって語った本音はということで、なんか朝日新聞にはですね、僕は女性天皇ができればいいと思ってるんです。伝統と言いながらおかしいものはいっぱいあります。相撲の土俵にだって女性は上がれないです。何の合理性もないじゃないですかと。なんか声のトーンを抑えてね、悲しそうに語った自民党の人たちがいたそうなんですけど、どの口が言うんですかね。まあ、なんかこれもしわかんないけど、野田聖子さんとかだったらちょっと同情の余地はあると思うけど、そうでないんだったら、正直同情の余地ないでしょ。私の顔色を伺って判断していただきたかったって言ったね、大日本帝国陸軍の人いましたよね。で、誰だったっけで、私の顔色を疑うじゃねえんだよって、政治家なんだから、高市首相に対してそれはダメだって言わなきゃダメじゃないですか。なんでこうなんですかね、自民党の人たちっていうのは。まあ、岩屋さんはね、まあ、退席したからちょっと骨のある人だと思いましたけど、彼以外結局退席しませんでしたよね。個人情報とか、前の時、いろいろの時も。何なんですかね、ほんとこの人たちはね。だから、ほんとね、後からになってこういうアリバイみたいなこと言うの卑怯だと思います。はい。今反対してください。今。はい。ですね、有木元樹さん、はい、テレビになんか桃地明さんが出演しまくってるそうで、それもね、悪夢的な状況だと思いますよ。だって日本会議の代弁者を出してるんですよ。おかしいじゃないですか。他のやつを選べよっていう。いくら賛成派だからってね、っていうですね。いや、ほんと天皇制は廃止すべきとしか思えなくなりましたね。天皇制解体、天皇制解体、歌口レイヤー。皇室典範は、村上さんと船田さんはさすがに欠席したみたいですね。はい。でも村上さんの発言だったとしてはちょっとなぁと思いますよ。負け惜しみに近いじゃないですか。それだとしても。桃地明さんテレビ出まくってますよ。私はあんまり見てないけど、なんかね、皇室典範賛成の人といえばこの方みたいな感じでですね、この日本会議のイデオローグである桃地明教授がですね、各種テレビに出まくっているそうでございます。でも日本会議でのイデオローグですからね、この人。だから桜井よし子の同類ですからね。はい。まあ桜井さんもたまにテレビに出てるからあれなんですけれども、まあ極右と言って差し支えないと思います。議員なんだからはっきり意見言わないと本当ダメですよね。だからこんな人ばっかりだから自民党こんなんなんだよと思いますけどね。ダメ議員の典型な感じが。はい。なんか自民党の中で自分の意見を統率するとはぶられるのかな。いや、はぶられるし、下手するとまあ除名とかね、力ない人だったらあり得るからそれが嫌なんでしょうね。いや、その気持ちはわかるけどさ、自民党入ったのはあなたでしょって。トランプ共和党内での選挙に負けるためにトランプに対して離反をできないとかざれ言を言っている共和党員がいましたけど、まあ似たようなもんですね。与野党ともに欠席退席が出ているのが異様だと思います。はい。まあそれほどひどい法律だということですが、はい、ひどい法案といえばということで、はい、先日可決しました同意なく病歴など提供可能に改正個人情報保護法。誰が求めてんのこれっていう、まあ、法律が通ってしまったんですけど、人工知能の開発を進めるため企業が個人データを集めやすくする改正個人情報保護法が参院本会議で可決してしまいました。野党は個人の権利が守られないとさすがに反対していましたが、政府は修正に応じませんでした。はい、参政党などは賛成しました。チーム未来も賛成しました。病院などが持つ非公開情報も名前や住所付きで事業者に渡る恐れがあります。生データが企業に渡ると情報が漏れたり悪用されたりするリスクがあります。ただね、まあ一番やっぱりやばいのはプロファイリングの懸念だと思います。北海道新聞の社説でまあ詳しく書いてるんですけど、まあ政府側の言い分としては特例は、統計情報等の作成にあくまでも限られると。で、個人の特定の恐れは少ない。要は、まあ、AI 企業がそういう個人情報を取得したとしても、当たり前ですけど、カラスマ100はこいつ左翼だぞ、へへへ、みたいな感じで、個人を特定できる形で、お出しすることは、たとえ AI をかませたとしてもできないという法律の立て付けになっているので、だからですね、要配慮個人情報がたくさんあると言っても、結局 AI しか読めないんだから、まあ、意味がないんじゃないかというようなことなんですけれども、
も、例えば生命保険会社が病歴を購入することが可能だし、防犯カメラの映像が同胞調査などにも利用できるし、性別や学歴の分析から浪費癖があるなどの傾向が判明すれば、特定の属性のグループが契約を拒否されるなどの不利益となる恐れがあると。で、また SNS などの投稿を AI 事業者が個人と紐付けする形で行政機関や捜査当局に提供した場合、そのデータをですね、全部ガッチャンコして個人行動などを予測するプロファイリングができてしまうのではないかと。認知プロファイリングみたいなね、陰謀説みたいなのを唱えてた人がいましたけど、これは本物のプロファイリングです。要は AI に取り込んだ大規模データベース、個人情報が生のデータが含まれているものによってと、行政の情報とかをガッチャンコすることによって個人を特定することが事実上可能になるっていうことですね。これをやってるのが誰かっていうとパランティアですよね。はい。アメリカでパランティアのとバベルストレート社っていう AI の会社が製造した技術は、親パレスチナ派の学生の抗議者や移民に監視の脅威を与えているということで、アムネスティ・インターナショナルが、批判的にですね、こちら報じてるんですけれども、パランティアには、移民 OS というものがあります。先ほど登場したですね、移民を射殺している ICE という組織があるんですけど、ICE はパランティアに対し自己強制送還を追跡し、特にビザの超過滞在などの優先的な強制送還ケースを特定するための契約を授与した。同月、44メディアという独立系機関は、パランティアの最高技術者から、送信されたスラックのメッセージの漏洩を報告し、過去数週間にわたり ICE との新しいデータ統合及びデータワークフローセットのプロトタイプを作成しましたというふうに言ってたと。で、新政権はデータを活用して執行業務を推進することに重点を置いたことで、こうした取り組みが加速しましたと。だからパランティアは、アメリカの、ね、政府が持っているデータベースに接続できるんで、それにパランティアに対して、今回個人情報保護法案でですね、まさに決まったような、個人の生データは入ってるけど、個人特定はできないよっていう感じの AI 情報をパランティアさんに与えてあげると、そっちの情報をガッチャンコしてですね、ICE のような機関に与えることができる。これはもう個人を特定できますよね。実際個人を特定して、ああやってね、いきなり逮捕したり、逆らったら射殺したりしてるわけなんですよね。もちろんアメリカの事例なんで、日本でここまで極端なことにはいきなりならないというのはわかるんですけれども、何かしらの歯止め法を制定しないことには非常に危険であることは間違いないと思います。はい。ということで、シンズさんコンカラスです。来ていただいてありがとうございます。あちこち通院してるので、病歴が加工なしに企業で渡るとかありえない。でも感覚的にありえないですよね。実際 AI にだけ利用して人間が読めないとしても気持ちが悪いっていうふうに思うのがね、当然の感覚ではないかと思いますよね。生まれつき尊い存在があるなら生まれつき卑しい存在はあるのかというですね。いや、でも天皇制を肯定するってそういうことですからね。そんな存在ないのでね、生まれつき卑しい人なんていませんよ。憲法を理解しているか全議員チェックしましょう。人民のことを何だと思ってるんですかってですね。日本会議は憲法を理解した上でこうなってますからね。はい。管理社会は地獄だ。出たパランティア。個人情報を管理して社会人スコアみたいなの算出されそうですね。それ中国はやってますからね。いや、怖すぎますよね。本当に。国家情報局ができ、その集約した組織が AI 収集のために許可なく配慮個人情報を入手するという流れもあり得そうです。そうですね。はい。だからもう国家情報局が主体となるのか、ボランティアのような AI 企業が主体となるのか知りませんけれども、個人情報保護法をうまいこと悪用して、そういうことができるようにしてしまう抜け道を作ったということだと思います。ですね。やっぱりピーター・ティールですよね。国会議員はこの法律の適用外とかふざけすぎてますよね。本当に。お前らを捜査しろよ。まず、親ロシア派の議員をですね、全員捜査していただきたいですね。それは、国益に、資するんじゃないでしょうか。どうでしょうか。こういう事案がいろいろと分かっているんですけれども、どうなんですか、皆さん。はい。って思いますけれどもね。いや、もちろん、原口和弘さんみたいな人も引っかかるかもしれないけど、それは当然の話だと思うので、はい。ですね。ただ誰の個人情報であっても粗末に扱ってはいけないですよ。はい。そんな感じのね、AI でどんどん日本は発展していくんだという感じの日本なんですけど、その AI をですね、活用して何をしているかという事例がちょっとあったので、最後にちょっと取り上げたいんですが、アニメ特化動画作成 AI モデルアニメジェン公開のお知らせ。アニメ特有の作画タッチや動きの表現に特化した国内企業初の動画生成 AI モデル登場。プレスリリースはこちらということで、はい。
まあ音声は流せませんが、なんかですね、こういう感じの国産 AI 画像生成ツールができたそうです。なんかもうちょっとマシなサンプルなかったんこれ。ものすごいこのなんか、いかにもな AI で素人が作った感、どうにかならなかったんですかね。はい。まあ炎上してるんですが、シンプルに我々の税金によって培われる AI 補助金がこんなゴミ動画に開発に使われてるのやばいですね。しかも税金を使って中国のモデルに追加学習しただけ。アニメジェンは経済産業省が手掛ける AI 開発プロジェクトジェニアックの支援のもと開発を進めており、中国アリババのオープンな動画生成 AI モデル1をベースにアニメ表現に特化するよう追加学習したものです。こういうとこは中国のツール使っていいんだ。いやー、すごいな。こんなもののために我々の個人情報を提供しなきゃいけないんですか？信じられないですね。はい。今すぐやめてもらっていいかなと思います。はい。いやー、悪用しろって言ってくれっていうような法律だし、悪用した結果がこれってどういうことなのって感じですよね。もうド頭からセンスのかけらもない。いや、でも本当映像がダサいんですよね。もうちょっとなんかかっこいい映像とか作ればよかったんじゃないの？プロモなんでしょこれっていう。信じがたいですね。ネガキャンだろ。00年代アニメ。そりゃクールジャパン大失敗するわ。現在進行形でリアルがフィクションを負の意味で超越していますね。嫌な予感しかしないですね。はい。ほんとクールジャパン早くやめとけばよかったのにね。で、まあ、ついでにさらにこんな話も出てるんですけど、中学校の情報技術系授業が最大週2コマに倍増、竹岡から情報を時間を捻出ということで、文部科学省は8日、次期学習指導要領について議論する中央教育審議会の特別部会で、小中学校で情報技術系の授業を増やす案を示しました。中学校では最大週2コマに倍増させ、AI など先端技術が急速に普及する中、情報活用力を高めるということでですね、なんか総合的な学習の時間を増やすというふうに言ってるんですけど、まあそれによって何が起こるかというと、カリキュラムがオーバーするんで、算数、数学、国語などの教科の時間を一定割合で削減し、新教科の授業などにやってる。国語とか算数教えないで AI 教えるのって。まあちょっと信じがたいですけど、なんか本気でこういう感じなんだなっていうのが、なんか絶望感がありますね。AI を本当に、私 AI 批判的ですけども、AI を本当に使いこなしたいと思うんだったら、まずやるべきは情報の授業を増やすことじゃなくて、国語とか算数の学習を増やすことだと思いますよ。はい。まあこういうのすぐ古くなるし、だからそう情報の授業で勉強したところですぐ古くなるんですよ。基礎学力が大事だと何度言ってればわかるんですか？ AI 時代に必要なのはまず文章を正確に読み数理的に考え出力の誤りを見抜く力です。その数学や国語の授業時間を削って AI の使い方を教えるというのです。しかも AI は数ヶ月単位で劇的に変化しています。学校で学んだことなど卒業する頃には使い物にならない可能性が極めて高い。流行の技術ではなく変化しても陳腐化しない土台を教えるべきです。はい。当たり前の話だと数学科の教員の方らしいですが、まあ当たり前の話しか言ってないなと思います。はい。なんか何も分かってないんですね。本当になんか日本の官僚の人たちって。大丈夫だろうかなって。いや、大丈夫じゃないからこういう国になってるんでしょうけど。っていう感じですね。いや、もう本当素人が作ってるから素人のまあこういう思いつきみたいなことが起きているとしか思えないですね。だから国語を減らして AI を増やしてどういうことなのっていう。国語の授業をちゃんと力を入れないとプロンプトができないはずですよね。どう考えてんですかね。情報科学の基礎的な理論は古くはならないですね。まあそうですね。だから情報科学の基礎理論を教えるっていうならまあわかるんですけれども、そうですね。AI の使い方とかの内容だとすぐ陳腐化してしまうと思います。文章を正確に読み数理的に考える人間を増やしたくないのではないでしょうか。貧すればドンする辞書に載せた方がいい例題ですね。国語とか算数は、はい、陳腐化しないですからね。サーズデスさん、このカラスです。来ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。はい。
まあ最後に、まあまた北欧かよっていう感じで言われるかもしれないですけど、フィンランドの子供たちは3歳でメディアリテラシーを勉強しています。なぜかというと、ロシアのプロパガンダから保護される必要があるからです。はい。北欧の国は数十年にわたり様々なメディアを分析し、偽情報を認識する能力を含むメディアリテラシー能力を3歳の学生を対象とした、国家カリキュラムに組み込んできました。なぜかというと、特に隣国ロシアから偽情報がバンバン流れてくるんで、まあそれに対抗するためにですね、AI リテラシーを身につけるため、メディアリテラシーをまあ身につけさせると、まあ AI 生成画像だとかね、AI 生成の動画っていうのがどんなものかっていうことをきちんと教えないと、偽情報によって騙されてしまいますので、はい、学習しても意味がないですよという話でした。はい。いやーまあごく当たり前のこれ1月の記事なんだけど、まあごく当たり前の話だと思うんですけれどもね、なんで日本ってこういう方向性にならないんですかね。まあ首相自身がフェイクニュースを流すような人だからどうしようもないといえばどうしようもないんですがまあメディアリテラシーがある人たちだったらね、高市政権を支持しないんじゃないかなと思います。はい。人間の知能は言葉に依存してるのに、いや本当にね、だから考える力っていうのが言葉に依存してるわけですから、もちろんその言葉自体が差別的であったりとかね、まあ国とかネーションステートっていうのを国家っていうのを訳したっていうのは家っていうのが入ってるっていうのはね、なんだろう、だから拡張主義的なやっぱり思想が入ってるっていうのはね、最近気づいてあんまり言わないようにしてるんですけれども、結構今日言っちゃった気がするけどごめんなさい。だから日本語が我々の思考のね根源にあるわけじゃないですか。だからもちろん英語でね思考してる方、シンキングしてる方とかもいらっしゃるかもしれないですけど、ね、日本語を母語としてるグループの人たちはまあ基本的に日本語で思考してるわけですよね。だからそこが勉強できてないと何もわからないと思うんですけどね。はい。だからなんか文系優遇みたいなこと言いますけど、むしろ文系を長代にしてますよね。はい。そう、ロシアのスパイを招き入れているしっていう。はい。ネトウヨ化や受けか。そうですね。そこは単純じゃないので、学力の問題にするのは違います。はい。メディア、なんぼね、東大を合格できる、まあ、京大合格した河合祐介って人もいますけれども、ああいう人でも、だから、なってしまうっていうのは、まあ、そもそもね、メディアリテラシーがないし、リテラシーがあったとしても、そういう邪悪な思い込みとかね、してしまうのはどうしようもないのでね。はい。国語というのは言葉を誤解しないための練習という部分もあると思いますし、その力が弱まれば勘違いによって暴力につながることもあり得ます。本当にね、そうなんですよね。よく受けが学力の問題だったら中国はあんなに資本主義が浸透してないのではないか。1984のニュースクーピンの説明で言葉の大切さを知ったということですね。はい。ということでですね、まあいろいろ高市政権の政策じゃねえ法案とかについて語ってきたんですけど、まあなぜそれでも高市が支持されるのかという話を、高市話題の最後にしたいと思うのですが、はい。ようやくね、サムネの話に行けるんですけど、高市内閣過去最低支持率が 65.9%。65.9% もあんのっていう。まあちょっとにわかに信じがたいということで、この TBS の調査をね、まあなんか世論調査なのに世論操作ではないかという風な陰謀説まで出てきてるありさまなんですけれども、まあ実際電話とか中心にまあ調べるとね、実際 65% ぐらいの人は支持してる結果になるみたいなんですよ、無作為調査ではね。はい。だから残念ながらですね、やっぱり 65% ぐらいは、特にインターネットをやってないような人たちは、まあ、インターネットでね、そういう動画ばっかり見てる人たちも支持してるだろうけど、まあ、支持してんじゃないかというような感じをしています。いや、ほんと最低でこれですからね、危ないですよね。で、まあ、過去最低なのは事実、80% からだいぶ落ちましたからね、当時が高すぎたんですけど、8ヶ月も経っているのに 65.9% の支持を維持しているというのは、まあ、全く稀な内閣で、岸田内閣や安倍内閣でもここまで高くなかったと。で、なお若年層ほど支持率が高く、高齢層ほど低くなるという、これまでの傾向も全く変わってないということですね。はい。
そうですね。知性や IQ とかをね、手前にした移民や人種排除の正当化は極右の定番でもありますのでですね。はい。そういうやっぱり理屈に乗ってはいけないと思いますね。ね、なんででもこんなことになってんのっていうと、まあ4ページ目に書いてあるんですけど、まあ皇位継承に関しては賛否両論真っ二つに分かれている。で、抽象動画の問題に関しても賛否両論真っ二つに分かれている。あんまりまあ高市さんを支持している人は少ないんですよ。そして自民党の支持率もそこまで、高くなってるわけじゃないんですけれども、ごめんなさい、間違った。5ページ目か。失礼しました。それぞれの、ただ、各論に関して言うと、だから食料品とかに関しては、まあ、まだ高市さんに一応期待してるところもあるっていう人たちもいるんですけど、そこも本質じゃなくて、本当に、あれなのはここでして、与党が国会に今回提出した比例45削減法案について賛成が 58% で反対が 22%。ダブルスコアで賛成の方が高い。そして、ですね。まあ、抽象動画とかについては賛否両論なのは、あれですね。なんですけど、与党の国会運営に反発した野党が委員会などを欠席していることについて十分理解できる 5%、ある程度理解できる 22%、合わせても 27% しかいない。あまり理解できない 36%、全く理解不能 35% で、つまり野党が悪い。野党はサボっているというふうに思っている人たちが 70% いるんですよ。これか原因はというですね。まあ、中道さんがなんかひっくり返ったのは、これだけが原因ではないかと思いますけれども、なんで高市さんがまあ、あんな感じなのに、ここまで国会運営をめちゃくちゃにしておいて強気なのかというところは、やっぱりこういう世論調査をちゃんと見てるからじゃないかと思いますし、まあ、比例45削減に関しても維新があのように強気なのは、まあ、世論調査でですね、圧倒的な支持を得てるんですよ。そりゃね、やっぱり私たちにとっては一番やっぱり問題じゃないですか。この、まあ、もちろん誹謗中傷動画とかもひどいけど、野党の、意見、少数派意見を踏みにじるような国会運営をしていることを許せないですし、まあ、比例45削減なんてね、まあ、民主主義の死だっていうふうに言われていたわけで、まあ、結局それでみんな反発したわけじゃないですか。でも、そもそもそれが全く理解されてないんですよ。だから野党がね、国会をサボってるっていうふうに思われてるということですね。それは高市の支持率下がらないですよね。はい。ですね。まあ、もちろんね、悪人だろうともね、差別的な別称をね、用いずね、批判することは大切ですけども、まあ、なかなか大変ですよね。日本人を舐めるんじゃない、こんなもんでしょうね。体感としては幅広くふんわり支持されているのはわかりますが、まあ、このふんわりの正体は、まあ、この辺じゃないかと思いますよね。いやー、メディア仕事しろとしか言いようがない。議員削減ってどうしても新自由主義的な政策ですけど、分かってるんですかね。まあ多分分かってないですね。ネトウヨ動画がリベラルへの誹謗中傷に絞った結果ではないでしょうか。はい。独裁国家を目指してるんでしょうか。まあしかしですね、マスコミの人たちのせいばかりとは言えません。もちろんマスコミの罪は非常に重いです。そもそもマスコミの人たちは、こういう比例定数削減の問題について詳しくちゃんと説明してないわけですよね。詳しく説明してない状態で、すいません、ちょっとね、強烈な映像を流すんですけれども、はい、どのような情報を仕入れたらそういうふうに思い込んでしまうかっていうのの、まあ、例なんですけど、はい。国民の支持がないっていうのはいろんな調査を見ても明らかなわけ。でね、私もね、いつも思うんだけど、意見はいろいろあってもいいけどね、試合だけしてくれよっていう立場なんだよ。誹謗中傷動画って言ってね、ガセネタに基づく審議拒否をしちゃうとね、こういう定数削減みたいな話も起こっちゃってね、野党としてはすごい喜ぶかもしれないけど、これ国民にとってみたらね、サボってる人がなんでいい思いするのって話になるよね。なんかダメな成功体験みたいな感じ。そうなるよね。だからこれは随分ずれると思うよ。国民の一般的な感情と。でもまあだからさ、定数是正の話については筋割りでね、少数制とかどうのこうのっていう議論があるかもしれないけどさ、でもさ、そんなの国会で議論しろって話だよ。それなのにさ、もう審議拒否しちゃったら落っこっちゃったっていう意味でね、悪い成功体験を与えちゃったっていう、また甘やかしすぎちゃったっていうような感じが私にはするけどね。これがはい。まあ、高橋陽一大先生なんですけど、確かに高市さんの支持者の感覚っていうのはこれなんだと思います。要は、野党は仕事をサボっていると。本当は高市さんと議論を戦わせ、なんとか比例定数をやめさせてもらうべきなのにもかかわらず、試合から逃げたのだと。戦ってない。
国会をサボっている。なんて悪い奴らなんだろうっていうですね。はい。まあもう歳術にも程があるんですけれども、やっぱり YouTube でですね、これ19万回再生されてて、1万回いいねされてるんですよ。で、まあ高石よっちーチャンネルって144万人ぐらい登録者いるんですけど、まあ普通のニュース映像、何の説明もしないニュース映像と合わせてこういう情報を吹き込まれたら信じちゃうと思います、人間っていうのは。はい。なんとなくで、ちゃんと高市さんに近い専門家なのは事実なので、いや、経済の専門家なんだけど。はい。ということでですね、まあやっぱり右翼の人たちがこういうメディアをね、一部を支配しているというのがね、分かりやすいんですけれども、まあ成功してしまっているのかな、国民の洗脳に成功してしまっているのかなという感じですね。はい。そうなんですよ。野党がサボっているというようなことがですね、このような人たちに、インフルエンサーの人たちによってばらまかれてるんですよね。ですね。まあ、マジョリティの人たちに危機感がないのはそうだと思いますけど、まあ、普通に騙されてると思いますよね。議論に応じないのはどっちやねん、ずれてんだ、この人だろ。悪い成功体験積んじゃったらお前だろっていうですね。まあ、ポピュリズムの典型的な、そうですね、論法ですね。普通の人の多数派の感覚はそうなんですよ、みたいな言い方に訴えるわけですよね。自民党の時審議拒否してたら野党の時審議拒否してたらどの程度なんですかって。政策の是非ではなくズルしているって人がやつがいるという感情に訴えかけている。そうですね。でも正直これが、まあマジョリティ側の感覚というのは分かりますという。左翼も左翼でポピュリズムの手法を取り入れるしかないのか、まあここまで露骨に取り入れることできないですけどね。これにはっきりと反発するメディアがあれば状況も違うかもしれませんが、まあね、一部のね、報道特集とかね、一部のメディアしかないわけですよね。まあ、須田慎一郎さんとかも同じようなこと言ってますよね。そう。右翼インフルエンサーの人たちはみんなこういう論調ですからね。はい。ただなんでこういう人たちが力を持ってしまうのかっていうことなんですけど、まあ私なりに休んでる間いろいろ考えたんですけど、やっぱり政治不信だと思いますよ。はい。なぜ裏金議員が復活したのかっていうところにもつながるんですけど、まあ、マスコミの人たちがそもそもやっぱり根源的に悪いと思うんですよ。政治と金問題みたいなこと言ってたじゃないですか。でも政治と金じゃないでしょ。自民党と金の問題だったでしょ。で、自民党と金の問題だし、でもっと言うなら安倍晋三の清和会と金の問題だったでしょう。もちろん清和会以外の人たちもいろいろ暗躍してたけど、しかしですね、そんな裏金問題の時の24年の調査で国民の8割が自分の意見を代弁している政党はなく、政治家も自分の代表だと思わないという人が5割。だから、民主主義国家であるにもかかわらず、世界55カ国調査でもぶっちぎり最下位レベルで政治家が信用されてないんですよ、日本は。だからちょっと得意ですよね。ここまで政治家が信用されてない。だから政治家はみんな嘘つきだっていうふうに思われている。で、代議制民主主義は機能していない。まあ自分たちは代表されていないというふうに、まあ保守派とか、その高市さんを支持しているような人たちでさえ感じてるっていうことですよね。でも、それじゃおかしいじゃんって、高市さんのこと大好きだし、期待してるからそうやって支持してんじゃないのって思うんですけれども、そこはですね、やっぱりニヒリズムだと思います。まあ、霊障系ですよね。個々の政治的主張や社会的活動は、まあ、独りよがりであり、まあ、そうやって信じるに足らないみたいな、まあ、態度の人たちがインターネットにはいっぱいいると思うんですけど、まあ、こういうね、人が最も残虐になるのは正義の側に立った時なのだ、みたいな、正義なんてこの世にはないのだみたいな、考え方なんですが、まあ政治不信の人たちとは非常に相性がいいですよね。で、こういう人たちにとっては、暴力の発動を促進させる最大の要因の一つはマジョリティの意識の転倒、つまり被害者意識である。すなわち本来力を持ちまた支配的立場にあるはずの多数派の側が私たちの大切なものが少数派や異質なものによって脅かされているとみなし防衛に走るということです。現代において暴力のかなりの問題は、このマジョリティ問題であって、もし正義の暴走という呼び方をあえてするならば多数派であるがゆえにこのような正当性意識を掲げ、敵の攻撃に邁進するその動きに真っ先に与えられるべきでしょうということなんですけれども、まあ多数派だというふうに自分を思っているような人たちっ
ってこうやって何も信じられないみたいな感覚になるとどこかに自分たちの邪魔をしている悪いやつがいるっていう風に考えがちだと思うんですね。政治家の人たちはその政治家の人たちであんまり信用できないは信用できないんだけれども実際中国とかそのねロシアとかそういう悪いやつらがいて自分たちの邪魔をしているから自分たちの生活が良くならないんだと。そういうニヒリスティックな態度と弱い者いじめをしたがる、その排外主義を持ち出したりね日本人ファーストみたいなことを言う政治家って非常にやっぱ相性がいいんですよね。だから別に神谷宗平さんとか高市さんの言うことを全面的に信じてる彼らを正義だと思い込んでるわけじゃないんだけれども被害者意識が強いもんだから敵を戦ってくれてる、中国に対してなんか強く言ってくれてるとかね敵に対して強く出てくれる人たちっていうのは頼りある存在だっていうふうに、見なされる。ファシズム政権下でね独裁者が選ばれる理由っていうのもこういう割とメカニズムだと思うんですけど、ニヒリズムと政治不信と、マジョリティ意識被害者意識みたいなのの合わせ技で、結局ですね私がタイトルにも掲げたように被害を本当に受けた人が、被害者というふうに見なされることができず多数派の側が被害者であると真の被害者は私たちのようなのでお前らはねぐちゃぐちゃポリコレとかうるさいこと言うなみたいな、社会になってしまったのではないかなというふうに思います。はいですね。N100 キロさん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。そう。米国の民主主義もね、同じような状況で危機的状況なんですけどね、トランプみたいな素人がいいっていうのも、やっぱり政治不信が極まった一つの結果ですよね。だから、既存の政治家は一切信用できないから、トランプのようなね、ど素人でなければいけないっていう風に言って、結局あなっちゃったわけですよね。いや、政治と金じゃなくて汚職と賄賂っていうべきですよね。はい。出たこの漫画ってねこれ本当に悪い意味で有名になっちゃいましたよねこの漫画。各政党が何を主張しているのかも知らない人がほとんどでしょう。いや本当にそうだと思います。だから結局なんでしょうね少数意見を叩く人たちを正義だなんとなく相対的にはいい方だっていうふうに思っちゃうんでしょうね。人が最も残虐になるのは独裁的な権力と暴力装置を手にした時でしょう正義の暴走を言う人は総じて悪に寛容です。フィクションはマイノリティを特別な力を持つがゆえに排斥される設定として書きすぎです。マイノリティに特別な力などないですってですね。それはね、エンパワーメントの意図で書いちゃう人もいるから、立ち悪いですよね。このロジックではイスラエルの虐殺行為までも正義の暴走になってしまうけど、本当にとんでもないですね。はい。ということで参考文献としてまた、リリー・チョウライアスキーの被害者性の政治学ちょっとこちら読んではいないんですが現代において被害者であるということは多くの人々の同情を買いやすいそれにつけ込み権力者はあえて自分を被害者として演出することで人々の支持を取り付けようとしているその一方で、実際の被害者を置き去りにされてしまうと、これに例を出されているのはトランプが選んだ最高裁判所判事の、ブレッド・カバノーという人の例なんですけど、カバノーは、性的暴行を受けたと告発された、カバノーはこれに対して純然たる誹謗中傷であると反論しこのような脅しに対して私は身を引くことはないでしょうと涙ながらに主張し男性の武器涙を使ったわけですね、彼は自分は加害者ではなく被害者なのだとアピールして、男性からの特に強い支持を受けて、ドナルド・トランプもアメリカの若い男性にとって非常にこれは恐ろしい時代なのだみたいなことを言ってですね、カバノを信任してしまったわけですね。はいだからこれ反ミートゥーとかの典型的な論理ですよね。キャンセルカルチャーみたいなことを言う人もポリコレみたいなことを言う人もよく言ってることだと思うんですけれどもなぜか訴えられた自分の方が被害者だって言い出すんですよでマイノリティの方が悪いんだとで被害と加害が逆転してしまってるわけですよね。そうですね男性が男性に共感を抱くヒムパシーというね女性が男性に共感を抱く場合も呼ばれますけど、概念もありますね。はいだから性犯罪者であるね佐野海舟みたいな人に共感同情してしまうみたいなのは結局こういう心理メカニズムが働いてんじゃないかと思います。似たような、書籍に韓国の方がいただいた犠牲者意識ナショナリズムというのもあります。ありがとうございます。そうですねなんか自分がその戦争の犠牲になった、原爆を落とされてひどい目にあったみたいなのでナショナリズムに走るっていうのも一種の被害者意識ナショナリズムっていうことですよね。はい
そう、この手の言説は必ずトーンポリシング、いわゆる、まあ、そんな言い方じゃ聞いてもらえないぞみたいな言い方を伴うんですよね。だから無意識上は自分がマジョリティであるってこと分かってるはずなんですよ、こういう人たちって、カバノーみたいな人ってね。だから自分たちの方が権力を持っていてマジョリティ側であり、まあ、男性でありシスジェンダー男性でありね、女性を抑圧している立場だっていうことを分かってるはずなんだけれども、まあ、それをあえて逆転させることによって共感を得るっていう手法を使ってるわけなんですよね。パワハラ加害者とか典型的に使う手法ですよね。はい。まあ、ダーボって、DARVO で被害加害の逆転っていう、まあ、専門用語で言われたりするんですけど、はい。で、はい、まあ我らが首相は何を言ってるかというと、高市首相、当選すれば批判を伴う安倍首相を偲ぶ集会へということで、まあこのコメントを見て私もね、なるほど、被害者意識ナショナリズムかと思ったんですけどね、7月11日に、高市首相は、まあ、安倍さんのですね、安倍首相を偲ぶ集会に参加しました。安倍首相が在任中に大胆な金融関与や集団的自衛権の一部行使容認、ロシアとの平和条約交渉など国論を二分する課題に果敢に挑戦した。挑戦すれば厳しい批判を伴うものだが、たくさんの批判をいただきながらも何とか成し遂げ、批判があっても挑戦しない国に未来はないと述べたということで、まあなんかね自分をだからチャレンジングなことをしているヒーローであるっていうような感じで演出しているわけなんですけど、安倍さんと高市さんが批判されているのは単純に悪いことをしているからであって、賛否両論を招くことをしているからというのは正確ではないですよね。どう考えても論理的に憲法違反で間違ったことをしているにもかかわらず、まあ、なぜか賛否両論であるっていうふうに言われてるだけなんですよ。はい。まあここもね、善悪政府が逆転して、まあなんだろう、マイノリティの側というか、私みたいな反対派の側には批判するなというふうな言外にね批判を追い込むようなフレーミングが働いていると思います。そうやっぱりネット右翼の人ってこういう論法を使うんですよね。私はなんかね批判されるがこんな奴らに負けるわけにはいかないみたいなねいやだって悪いことしてんだから批判される当たり前だろってはい高市の暴走って中道を作り、立憲を破滅的にした公明党や野田さんにも当然責任はありますよ。はいだからこういう人に対して中立ポジションを取るって最悪の行為ですからね一見は良さげに見えるけれどもだから自分たちが被害者だっていう風に思い込んでる人たちだから、いやいや中立的にやりましょうって言ったって聞くわけないんですよね。シンプルに悪の組織ですね、自民党はね。まあ何が厭まれるべき死だか決めるみたいなのもね、そうですね、典型的にその先民思想というか、まあ被害者意識ナショナリズムには通底する考え方かもしれないですね。はい。スレッズでね、私いつもなんか意見参考にしてる方なんですけど、渡るさんでいいのかな。週刊文春による高市陣営の中傷童話疑惑の報道は典型的な、バランスイシュー、誠実性の問題として立ち上がったが、誠実か否かという単一軸の下で政治的立場において批判の凝集が可能となったが、結局ですね、野党の審議拒否も含め制度的帰結、政局会議持続する可能性が現実味を帯びていた。ただしその凝集は、バランスイシューに固有の脆弱性を内包しており、まあ、つまりですね、結構難しい書き方をしてるんですけれども、まあ、抽象問題だから、まあ、人々が、いや、こんなのはいいじゃないかみたいな感じで、ですね、許してしまったら、まあ、それでおしまいになってしまったっていうことなんですよね。実際は民主主義が歪められたという、まあ、構造的な問題だったわけですけれども、まあ、内部から論点がまた別の皇室問題にシフトさせたときに、野党の問題への内部的立場の差異が露呈し、むしろ、保守言論を結集化させてしまったと。で、争点がですね、バラバラになって、まあ結局次から次へとね別の法案とかが出てくるもんだから、まあ、なかなかですねたくさんのイシューを分裂的に戦略的に出すことによって批判を分断しながら高市人気がすり減る前にどこまで、強化法案を通すべきなのかという。だから戦略的にね高市さんとか高市さんのブレーンの人たちはやってんじゃないかというような分析をされておられます。まあそういう面もあると思います。まあ高市さんは半分天然じゃないかなとは私は思うんですけれどもはい。
ただね、いろんなひどい法案を出しまくって、批判を浴び続けるっていうのは、こういう被害者意識ナショナリズムみたいなのとはやっぱり相性がいいわけですよね。はい。そう、民主主義多数決みたいな、やっぱり勘違いが根底にありますよね。だから、もうとにかく比例定数削減に賛同してる人たちは、やっぱりこういう勘違いをしてるそうなんじゃないかと思いますよ。だから、多数派である自民党が、少数政党は無駄だから削減しようよって言ってるんだからいいじゃないかと、少しは痛みを飲めよって多数派がそう言ってるんだぞみたいな、ね、論理を考えてるかもしれないですけど、全く非常に危険な考え方ですよね。議会制民主主義に反してるので、でもそこまで自分たちの考え方が致命的に民主主義に反してるっていう風な認識はないんじゃないかなと思いますね。尊敬する個人のクリアファイル入れてそれを見せつけるのかっていうですね先手を全然取れないですね。そうですね。なんかずっとこっちが対応してるような感じになっちゃって、それね、やっぱり積極的にはね、負けてる人たちのムーブになっちゃってますよね。中道とかは。ですね。そして最後に NHK の世論調査によれば、さっきの TBS よりは少し低めに出たんですけど、内閣の支持率は 58%、先月より2ポイント下がりましたが、まだ過半数です。この数字に疑いを持っている方もいます。ただ私は事実だとして驚きません。2月の選挙の夜にある光景を見たからです。テレビに映る開票速報を眺めていました。その時常連らしい客が出演者を指さして、こいつは中国だとしきりに叫び始めました。他の客は中道の得票の少なさを笑っていました。誰も怒っていない、誰も真剣には見ていない。この国の行方を占める夜をみんなどこか他人事のように眺めていました。こういう空気はきっと日本中にあるのだと思います。支持率 58%、この数字が映しているのは支持でしょうか、それとも無関心なのでしょうかと。このね、最近すごいインフルエンサーになってるネコシールさんなんですけど、このコメント非常に鋭いですよね。無関心なんですよ。やっぱり自分たちが政治に全然関心がない。実際比例定数削減の何が問題なのか、そんなのも調べる気もないし、政治家はみんな悪いやつだとなんとなく思ってる。政治家はみんな悪いやつだとなんとなく思ってるけれども、今までとちょっと違った、高市さんがね、しかもなんか外国人とか悪いやつをやっつけるぞみたいなことを言ってきたので、いいじゃないかと。こいつら中国だからみたいな感じでですね、支持してあげようっていうふうに、非常に単純な価値観で思ってる人たちが多いんじゃないかと思いますけど、これがやっぱポピュリズムの正体ですよね。はい。多数派が少数派を押しつぶす政治っていうのは、民主主義ではないと私は思います。はい。ということで、奈良の高市事務所が今までの疑惑を仲間認めた。そうなのマジですか？そんな話が、ちょっと引き続き、それはちょっと次回の配信で掘り下げるか。はい、ありがとうございます。次回、ただ奈良というか、高市秘書の問題に関しては、本当ね、流動的すぎるから、どういう決着をするのか全くわからないし、高市さんがね、どこまでまともに応対する気があるのか、本人はないのかもしれないけど、ちょっとまだ予断を許さないですね。議論が決着することを無批判に Z するのは何とかなってほしいですね。主導権を握ったまま好き勝手されるのは納得いきません。我ら多数派がなぜ少数派に配慮しなきゃいけないのかという被害者意識。そうですね。究極突き詰めるとそういうところだと思いますよ。だからそういう被害者意識を持った多数派を自称している人たちが、高市さんを強く支持してんじゃないかなというふうに思います。ロシア国旗損壊罪もですね、審議見てたけど、本当にひどいですよね。多数派がね、やっぱり少数派を蹂躙するような政治っていうのは、非常に良くないと思いますし、私はそういうのはね、民主主義に反すると思うので、今後も小さな声ですけれども、反対の声を上げていきたいと思います。よかったらですね、ちょっと皆さん久しぶりで、あれなんですけれども、高評価、チャンネル登録、ハイプ等、引き続き応援のほどよろしくお願いいたします。はい。ということで、最後ちょっとすいません、噛んじゃいましたけれども、水飲ませてください。
はい失礼しました。そうですね。あまりにもやっぱり時間が少なすぎますよね。まあ、それ2月の選挙もそうだったけど、それ高市さんの戦略なんでしょうね。こっちに考える時間を与えず、奇襲して、まあ、やっつけるっていう、まあ、普通は少数派が多数派を倒すときにやる手法なんだけど、悪用されてますよね。週刊現代、高市総理の第一秘書が大パニックになっており、ハッキングされている、盗聴されている。それはすいません、見ました。私が休んでる間かな出て記事ですけど、まあ、木下秘書はなんか陰謀論に染まっちゃってるらしくて、まあ、自分のね、通信が全部ハッキングされてるとかね、LINE は誰かがね、ハッキングしたに違いないみたいな、まあ、自己弁護でもあるんでしょうけれども、まあ、そういったことを口走っているそうでございます。まあ、ちょっと、木下さんの、状態が心配なんですけど、というか、彼がちゃんと真実を話してくれないとどうにもならないですよね。外野がいくら騒いでも、じゃあ、やっぱり当事者の人たちがこうだともうどうにもならないなと思いますけどね。在日特権デマも不当に優遇されている在日コリアンと比べて日本は不遇だという被害者意識ロジックでしたねというですね。はい。ということでですね、すいません、斉藤さんのことをちょっとお待ちになっている方がいるので、ちょっと斉藤元彦の話を久々に先にやろうかと思います。はい。被害者を黙らせる抑圧の政治は何も国政に限った話ではないということで、久々にこの男の話をまずしたいかなと思います。兵庫県が338億円の地方債を違法に発行していることが明らかになりました。違法性の認識はなく、理由は不明。兵庫県は13日、2020年に338億円の地方債を違法に発行していたと発表しました。一応、後で、本人が言ってますけれど、斉藤さんの仕業ではありません。借金返済のために積み立てている県債管理基金なるものの残高を多く見せかける形になっていました。残高を減額修正すると30年度決算で都道府県初の早期健全化団体に転落する恐れがあるという。なんだその話っていうことなんですけど、ちょっと複雑な話なんですけど、20年度公共事業の用地取得のために発行した490億円の地方債が、当初2000年に発行したやつがですね、満期を迎えたんですよ。だから、本来だったら売れてる土地っていうのがもう338億円分売れちゃってるんで、売れ残りの用地の152億円以外は借り換えできなかったはずなんですけど、なぜか490億円全額を借り換えてしまって、要は、水増しされたわけですね。借り換え338億円分が水増しされたと。で、これが、県債基金、管理基金を補填するような形になり、兵庫県のですね、財政収支が非常に悪化している。これを、基金残高を減らした上で長期金利などの財政見直しを、やると見直すと、財政規模に対する借金返済の割合を示す実質公債比率というのは悪化して、30年度には 25% 以上になり、北海道夕張市に迫るというですね、夕張は 35% を超えたんで財政再建団体というのになって転落してしまって、あのようなことになったんですけれども、はい。夕張に迫るのって思ったよりめちゃくちゃ深刻な話やんっていう話で、実質公債比率が 25% を超えると、早期健全化団体っていうのに、兵庫県が指定される可能性が現実化してきたんですが、都道府県の前例はないそうです。はい。ない。前例なしだ。すごいな。やばっていうですね。いや、ほんとやばいですよね。違法に発行してたというのもやばいですし、ただそれは、斉藤第知事の指示の話によりますと、前知事が悪いんですと、ということで、兵庫県の斉藤知事は13日に公用地購入のために発行した県債338億円をめぐり不適切な会計処理が発覚したことについて、当時の知事との協議の中で基金残高を確保しておくという指示があったので、全額借り換えが決定されたというなどと報告を受けておりますと。井戸が悪いんですというもし確かに前知事の批判でね成り上がった人だから一貫した主張ではあるんだけど、あなたさって5年間5年6年か知事やってるんでしょって気づいてなかったんってこれをっていう490億円のうち338億円について違法な借り換えをしていて、なんか県の財務状況がおかしかったわけでしょ。精査しなかったのって、だから井戸さんを批判して財務官僚として出てきた人なのに、それをちゃんと見てもいなかったんですかっていう。
いやー、もうこれ、知事辞職に値するんじゃないですかね。だって実際、これでね、まあ、井戸さんが悪いかもしれないけど、元はといえば、これで財政再建団体みたいなのにね、転落してしまったらですね、斉藤県政の下で、まあ、早期健全化団体にね、兵庫県が墜落してしまったっていうことだから、それ斉藤さんの責任ですよね。どう考えても。いや、どう考えてもその帰結にしかならないと思うんですけどね。夕張は最近やっと完済しましたね。はい。ほんと地獄のような、まあ、夕張知り合いいるんですけど、まあね、ほんと大変だったみたいですよ。そうだったかもしれんが、あんたずっと知事だったよ。やめろでも、毎時斉藤さんよく記者会見してます。まあ、そこも鉄面皮ですよね。すげえなって、私だったらやめるわ、普通にって思うんだけど。まあ気にしてないのかなと思いますが、はい。しかしですね、まあ斉藤さんが言い逃れできない要因として、2021年にこういう指摘があったんですよ。まあ正確には今回の338億円の話じゃないんだけれども、そもそも兵庫県の財務状況はあんま良くないんじゃないですかと。まあ井戸さんがね、やったことかもしれないですけれども、土地開発公社や住宅供給公社の預託金155億円を掲載によらず借り入れしていたり、まあそれをね、なんか借金として見ないで、基金として貸付金として見ていたりとか、なんか会計名目が怪しいですよと。で、この掲載管理基金っていう今回問題になっているものに対して特定目的基金っていうのから593億円出ていて、その他外郭団体からですね、まあ290億、100億、155億と、まあいろんなお金が出てるわけなんですけど、掲載管理基金では、貸付金320億円が企業庁っていうところに貸付してて、それが貸付金として計上されているけれども、2から06までの借入金は債務としてちゃんと計上されていないと。7の企業庁の長期未収金だけがもうちゃんと105億円か。これも計上されてないと。だから合計1549億円もの借金があるんじゃないですか、兵庫県はと。で、まあこれすごい指摘だと思うんですけど、こんなのを計算した議員さんがまあ誰かっていうと、はい、竹内秀明さんですね。だからさ、こういう仕事をしてた人なんですよ。私もだから竹内さんのことね、実際この事態に陥ってから知ったから偉そうなこと言えないし、でもすごい人ですよね。だから斉藤元彦さんへの要求、だから知事になったばかりの斉藤さんへの要求として、これは危険だと思うから徹底的に調べてくれっていう要望を出してたんですよ、この時に。でも斉藤さんこれを見てたんだよね。これ見て何とも思わなかったの。だから兵庫県の財務危機に陥るかもしれないっていうことを2021年の10月の時点で予想して兵庫県議会にまあこう出してたわけですよ、こういうものを。でこれ見たらさ、だってギョッとするじゃないですか。こんだけ借金あんのってやばくないこれ、掲載管理基金ってまあちょっとね精査しますわっていう風になるのがまあ知事の感覚というものじゃないかなと思いますけど、はい。まあこの時点でなんか知事の資格ないですよね。こんだけちゃんと言われてんのにさ、調べもしなかったんでしょあなたはっていう。はい。これが異動のせいだとしても改革派を名乗って5年間も知事職やってこういう話も聞いてないどうしようもない斉藤元彦の責任はどうなるのかというまさにおっしゃる通りですね。はい。背景は震災の負債ですし前知事時代なのはそうですけど今の知事はこいつですのでというね。はい。全くおっしゃる通りだと思います。斉藤さん止めようと思えば止められた立場ですよね。そうですね。はい。竹内県議への誹謗中傷も止めようと思えば止められた立場ですよね。どう責任取るんですかね、本当に。ずっと言ってるけど。だから、斉藤さんがちゃんとした知事であったなら、ね、こういう事態に陥ってないでしょ。今頃竹内さん元気にいたじゃないですか。兵庫県に。許せないですよね、やっぱり。知事を辞職すべきだと思います。はい。アンチは全員既得権益って、うるさいわって、ごめんなさい。コメントに言ったわけじゃなくて、本当に。はい。ですね。ですね。ということで、兵庫県知事斉藤元彦様なんですが、本日ドクターヘリの運航について対応を協議いたしました。安定的な運航体制の確保に向けて、県内ドクターヘリ2機について臨時的に2パイロット制を導入する最終判断をいたしましたということで、まあ、この話を受けてね、何か対策を取るのかと思ってたんですけど、なんか知らないけど、2馬力パイロットをやるみたいな話をしているそうです。
この話ね、ちらっと前にも取り上げたんですけど、兵庫県のドクターヘリがまずいんですよ。兵庫県拠点のドクターヘリ2機が全面休止の恐れということで、6月2日の FNN プライムオンラインで載ってたんですけれども、県が緊急事態の会議を開催、行政も一緒になって解決をということで、そもそもあなたのせいでしょという話なんですが、もともと平田学園っていうところが非常にだらしなくて、そのヘリの委託先のね、ところが、同乗する整備士を不足していることを理由に7、9月の3ヶ月間運行を休止する恐れがあるということが伝えられたと。で、これで、関西広域連合の皆さんがすごい慌ててですね、いや、ドクターヘリが飛ばないっていうのはさすがにまずいでしょうって、いう話で、なんか斉藤さんだけなんか危機感がないんですけど、緊急会合をしてですね、いろいろどうしようみたいな話を去年の10月ぐらいからやってるわけですよ。で、いろんな対策がね、講じられてきたわけですけれども、それは一概にね、関西広域連合にはね、吉村とかも入ってますけれども、一概に悪いことしてたわけではないと思いますが、ですね、そもそもドクターヘリをめぐり斉藤さんは自身の最近の YouTube で国がどうしてもということであれば、なんかね国に要望してくださいみたいなことを言っていたっていうような、ことをですね発言しているんですよ。で、しかし同じ関西広域連合の場で広域連合長を務めている滋賀県の三日月さんという一人確認したところ、国との間でどうしてもというようなやり取りはなかったと公に公式な場で否定されてしまってるんですよ。で、同じ場にいたはずなのになんでこんなに説明が食い違うのと。ちなみにこのね関西広域連合のところにはですね、なんか自分がスラップ訴訟を起こしている人たちが記者として乗り込んできて、なんか斉藤さんがすごい顔をしている映像などがバズっていたんですけど、そちらはね勝手に人のあれを取り上げることしないので取り上げませんけど、検索してみればわかると思います。なのでですね、ドクターヘリをめぐる問題って本当に命に関わる重大問題なんですけど、斉藤さんはなんかのらりくらりとかわそうとして、しかし関西広域連合の人たちとか滋賀県の三日月知事とかにみんなが確認を取ったので、斉藤さんがなんか口から出任せを言ってるんではないかみたいな話になってるということですね。はい。自分の手柄にし始めた？違います。副知事がやったんですけど、副知事のおかげだっていうのが嫌らしくて、なんかそれも言われてたんですけど、なんか自分がね、やっておりますみたいなことを言ってるんですよね。はい。こんな感じでね。個別の案件にはお答えを差し控えさせていただきます。自身の YouTube に支持者アピール邁進している元彦、こやつ。兵庫県というと、立花隆が奥谷議員への、その話ちょっと後でしますね。ただ、10月のね、ちょっと先にこの話しておかないと意味がわからないと思うのでするんですけど、10月のそういった事態を受けて、厚生労働省はね、助け舟出してんですよ。平成より今年の3月31日ですね、医療行政の推進にご尽力いただきお礼申し上げますと、緊急医療用ヘリコプターの人員が足りない問題について、ヘリコプターのね整備士がいないことでありますから、しょうがないんで、パイロット2人でもいいですよと、臨時の運用として認めないこともないですよということを言っておられてるんですよね。だから厚労省もこういうこと言うの安全管理の面でどうなんだとは思いますけれども、斉藤さんは、それに便乗したりすぎないんですよ。4ヶ月遅れでで、4ヶ月遅れで便乗して、しかも国への陳情は副知事に任せておいて、しかも国が、どうしてもというふうに言ってきたみたいな嘘までついて、自分が何もしてないことをごまかし続けていたのに、ドクターヘリの運行についてはみたいなことをですね、これ7月9日のポストなんですけど、さも自分が考えてきたかのようにポストしていたということですね。はい。つうことでですね、本当どうしようもない人だなという感じなんですけど、先ほどから話出てるこの件ですね。はい。立花党首の出てこい奥谷への脅迫容疑不起訴は不当ということで、これ不起訴不当なので、罪を逃れてしまったのかっていうふうにちょっと誤解される見出しだと思うんですけど、逆ですね。はい。めったにないことがちょっと起きました。政治団体 NHK から国民を守る党の立花隆党首58歳、容疑者ですけれども、今、交留中ですが、兵庫県議の奥谷健一さんに対する脅迫、威力業務妨害の容疑で書類送検され、神戸地検は当時不起訴、嫌疑不十分
というふうに、していました。しかし、神戸第二検察審査会が、奥谷さんの側が不服としたんで、もう一回審査したところ、脅迫容疑については不起訴処分自体が不当なものであるというふうに、再審査したということでですね、これ確率で言うと、検察がこんなことするのって、後で言いますけど、検察も今、なんか腐敗がひどいと言われてるので、検察がこんな風に、自分の一回判断が間違ってましたって言い直したってことじゃないですか。間違ってましたみたいなことを認めるのって、なんか 2% ぐらいの確率らしいんですけど、すごいですね。さすが N 国と斉藤さんという感じなんですけれども、奥谷さんに対するこのような人権侵害、誹謗中傷が、一回不起訴というね、それ自体不当なことだったと思うんですけれども、退けられてしまったんですけれども、改めて、警察審査会の人たちが動いてくれたところ、これは起訴してもいいんじゃないですかみたいな話になったということで、この容疑でもですね、立花隆さんを、訴追するですね、共闘法ができたということだと思いますので、はい、前向きに捉えたいなと思います。はい。だからさ、こんなひどいこと言ってんだから、それは、起訴されて当たり前ですよね。威力業務妨害でしょ、どう考えたって。脅迫ですよ、脅迫。はい。なので、神戸地検のね、判断がいかにダメだったかということが、逆説的に浮かび上がっちゃうわけですが、神戸地検はね、他にもいろいろありますけれども、どうするつもりなんですかね。関東検事クビにするのかな。立花の不起訴相当は脅迫罪について、それ重要です。そうですね。脅迫ですからね。だから、そっか、もともとそう、立花さんって脅迫で、前科のある人ですから、執行猶予中の身でしたからね。誹謗中傷に、さらにデマ流しに、脅迫罪ですか。どんどんなんかドラが乗っていくような感じがしますけど、とにかくね、やっぱり立花隆さんがまた世に出てきたらね、同じことの繰り返しになっちゃうと思うので、私は人質司法とかにはもちろん反対の立場ですけれども、立花さんはやっぱりね、捕まえておかなきゃいけない人だと思います。今、だから、解放しちゃったら何しだすか分かんないじゃないですか。それこそ暴力沙汰を起こすかもしれないですし、非常に危険なので、はい。ドクターヘリは他の業者を探すとかできることあるはずです。人の命を軽んじるからこうなると思います。僻地の県民の命が危ないし、ヘリ業者や医療従事者の負担が軽くなる。そうですよね。だからなんでその平田学園なるね、なんでしょうね、ところにこだわるのかと。平田さんのもちろん責任もあると思うんですよ。整備士が用意できないということなので。でもなんかね、斉藤さんがもっとちゃんときちんと動いていれば解決できた問題じゃないかと思いますよね。だから今更になってなんかこんなこと言われても、あなたは厚労省の助け舟に乗っただけでしょっていう、話なんですけどね。はい。警察が認めたんじゃなく、抽選で選ばれた人の判断。そっか、ごめんなさい。そこはすいません。そうか。検察審査会だから、そうか、抽選で選ばれた人たちの判断か。申し訳ない。そこはですね、ちょっとすいません。解説が、ミスっておりましたね。はい。すみませんでした。ということで、検察審査員だから、この前なんか警察審査員の流出みたいなね、ちょっと信じがたい事件もありましたけど、警察審査員の人が選んだということが、そうですね。なんかそう考えるとでも私たちがデモとか繰り返してたことも無駄じゃなかったかもしれないですね。フォローありがとうございます。はい。ちょっとすいませんでした。ちょっと私が、つい検察と言ってしまったんですけど。はい。検察審査会なので、正確には、検察の抽選で選ばれた、審査員の方々の意見だということですね。はい。ということでですね、沼沢さんから来ていただいてありがとうございます。お久しぶりです。不起訴不当になってもまた不起訴にするかもしれない。いや、でもそう考えると神戸地検がなんかね、逆襲に乗り出してくる可能性が出てきたら、ちょっと怖いな。はい、ありがとうございます。はい。ということでですね、ちょっとサイトの件最後にですね、公益通報体制8都道府県が見直しということで、これ、毎日のスクープらしいんですけど、斉藤元彦兵庫県知事の疑惑が文書で告発された問題を受け、8都道府県が、公益通報体制を見直ししたことが毎日新聞の全国アンケートで明らかになった。当然やって叱るべきことだと思うし、全国ね、40何都道府県ね、やってなきゃおかしいんじゃないかって思う、個人
的には思うんですけど、まあ北海道も含まれているということですね。はい。47都道府県にアンケートを取ったところ、兵庫県の告発文書がきっかけで、北海道、大阪、群馬、奈良、石川、岡山、滋賀、高知が、見直したということで、事件の不祥事もあって、新潟、兵庫を除くと新潟、福井、広島も、同じく体制の見直しを行っているということです。なんか斉藤元彦さんがもたらしたいいことってこれぐらいしかないんじゃないかと思うんですけど、いやね、命の犠牲があってのことだから、やっぱりそれも素直に喜べないんですけどね。私はね、北海道にいるんで、北海道のね、鈴木がそうやってちょっと、これはやばいぞって思ったのか何なのか知らないですけど、知らないうちにね、体制が改善されていたということなので、やっぱ県民局長やね、竹内さんに感謝していなければいけないかなと思います。はい。ということで、久々に斉藤さんの話でした。いや、本当にこの人もね、だからやっぱり公益通報体制潰しみたいなのって、典型的なね、だから権力側の人が、その被害者ぶってですね、そういう告発的な意見を潰すっていう、典型的なムーブの一つだったわけですけど、こういうことがね、もう法律でも道徳的にも絶対許されないっていう風に、社会のね、常識が変わっていけばいいのかなとは思います。はい。過去の統計ではこれらの議決を受けた後に検察官によって最終的に起訴される、当初の不起訴が覆る割合は 10% 前後。AI はそうやって出してるのか。いやー、それか。いや、でもそこはね、10% か。厳しいっすね。はい。なのでちょっとまず先が見えないのか。確かに審査員の意見ですもんね。なるほど。ありがとうございます。いや、でもこれはね、不起訴不当でしょ。どう考えたって。これが不起訴になるのおかしいっすよ。もうちょっと神戸地検の人は考え直してください。はい。斉藤元彦法。万が一立花が出てきたりしたら心身に危険が及ぶ人がたくさんいますからね。はい。だからね、絶対出すべきじゃないですよ。普通に捕まえておくべきだし、だからやっぱり彼のやってることは極めて危険だったわけですから、その誹謗中傷の度合いとかもね、ネット中傷の評価も含めてですけど、やっぱりね、再逮捕すべきじゃないかと思いますけどね。いや、もう本当にめちゃくちゃな世の中になってしまいましたけど、斉藤元彦法がね、2つもできるっていうところはね、ちょっとだけ、少し、希望を持ってもいいのかなという感じはいたします。はい。ということで、斉藤元彦の話でした。ちょっとお水を飲ませてください。はい、失礼しました。公益通報者保護は当の兵庫県がまだダメなので、知事が未だに告発文書の対応は適切だったと言い張ってますからね。体制見直しされた都道府県に一応兵庫入ってるんですけどね。だって斉藤さんである限り見直してないに等しいですからね。そこですよね。はい。まだまだ課題は山積みだとは思います。はい。そして、ここからですね、ちょっと非常に痛ましい事件について取り扱いたいと思います。クルド人俳優の方が亡くなった事件について、すいません、失礼しました。クルド人俳優の方が亡くなった事件について取り上げたいと思います。クルド人労働者であり、俳優であり、ですね、脚本家でもあったムラト・チチェフさんが日本で勾留中に亡くなる。チェクさんは故郷のハッカリに再定住する準備をしていたということです。深く哀悼の意を表します。これとんでもない事件です。日本在住のクルド人の脚本家であり俳優であり労働者であったムラト・チチェクさんが物的損害を伴う交通事故に遭い警察署に連行した際に死亡しました。チチェクさんの家族は彼が6月25日に勾留され7月3日に死亡したというふうに聞いたが、実際これ7月2日に亡くなったそうなんですけど、これトルコのニュースなんですが、知らされたのはわずか5日後であったと。死因は、ですね、病死ということで言われております。チチェクさんは2019年から多くのクルド人の人たちが今日定住している川口市に住んでいました。
事故後は八王子市の高尾警察署に連行され、親族らによると勾留後携帯電話が押収され、弁護士を含む誰とも会うことが許されなかった。チチェクさんのクルド人と日本人の友人たちは情報を得るために警察署に3回行ったが、交流していると告げられただけでしたと。この状況や彼の死は後にドイツに住むご家族のところに行かれましたということでですね、まあトルコ大使館は相変わらずね、クルド人の人だから何なのか知らないけど、何の抗議もせず沈黙してるやがるんですけれども、トルコも腹立つけどね、日本のこれはとんでもない事件ですよ。はい。まあ映画みんなおしゃべりっていうですね、映画にも出演されていたということで、割とまあ日本のその新井の人たちからも有名な人だったんですけれども、だからなんで勾留中にしかも死ななきゃいけないんですかっていう話じゃないですか。ありえないですよね。だって日本の人間がだからその警察に勾留中に謎の死を遂げたってなったらもっと大きなニュースになっているでしょう。はい。ですね。いや、ほんとひどすぎますよね。いや、事件性があると思われるんですよ。まあ、それまだ確定した事実ではないので、今、私が、話すのは、そのクルド人の人たちが、コミュニティの人たちが調査している内容だということは、置いておくんですが、はい。まあ NHK がまあどういう風に報じてるかっていうと、警察署に勾留中のトルコ国籍男性がしても、トルコ国籍男性じゃないでしょ。これひどいですよ。クルド人だって言ってるんですよ。ね、クルド人であると。で、故郷に帰るんだという風に言ってたんですよ。クルド人だと言ってんのに、この本文全部読んでも、クルド人って一言も書いてないんですよ。ありえないですよね。いや、ちょっとね、正直、まあ、共同通信もね、悪いけど、トルコ国籍男性って書いてるんですよ。ね、怒りを覚えました。これ、アイデンティティに対する侮辱だと思います。はい。だからこういうことするから、ね、外国人差別的だっていう風に言われるんですよ。わかんないんですかね。こういう風に書いちゃいけないんだって。しかもトルコからどういう扱いを受けてるか知らないわけないですよね、NHK が。まあちょっとどうかしてんじゃないかと思うんですけど、まあでも今ね、やっぱり現状クルドの人たちが立たされてる立場っていうのは、まあこういうものなのかなというね、ちょっと嫌な気持ちになりますね。で、まあ、八王子市の高尾警察署に2日の朝に勾留されていた時、体調不良を訴えてトイレに入った後、意識がない状態で倒れていることが確認され、まあ、病死だということですということで、なんですけれども、まあそもそもの容疑からしてね、おかしいんですよ。6月25日に都内で車を運転中に物損事故を起こしてしまった。まあそれはね、仕方がないことです。で、その時に在留カードを携帯していなかったので、入管法違反の疑いでその場で逮捕されてるんですよ。で、その後ずっと警察署に容疑者として勾留されてると。いや、だからその在留カードだって家にあったんでしょって、家にあったんだから、その時点で2日後とかには解放されてなきゃいけないじゃないですか。でも、在留カード持ってる人であったにもかかわらず、ずっと勾留され続け、7月1日に腹痛を訴え、7月2日に急死しているんですよ。だからなんで解放しなかったのっていう、まあこれだけでもね、非常に極めて異様な事件だっていうことがわかると思うんですけど、はい。まあなんかトルコ国籍男性っていうことで済まそうとしてるのかなと、非常に怒りを覚えますね。はい。警察の隠蔽体制もひどいです。だから警察も正直なこと言ってないですよね、おそらく。みんなおしゃべりは本当に大傑作の映画でした。ムラトさんはトルコ人じゃないクルド人だと猛抗議するセリフがありました。はい。悲しいですよ、本当に。で、まあ、トルコの人たちがですね、激怒して、まあ、いろんなことを書いてくれていますが、まあ、そもそも不当な交流であるというのは、まあ、明らかですよね。入管が勝手に、だから、その、ね、在留カード持ってないっていう理由で、交流したということなんですけれども、はい。7月11日に更新しているというですね、この人、チェクさんのいとこらしいんですけれども、ジャーナリストをやってらっしゃるそうです。ムラトチチェクが、日本で交
留中に疑わしい状況で亡くなった後、日本を訪れた家族は7月10日に八王子市の高尾警察署で警察の当局と面会した。家族の弁護士を通じて予定された面会は、チチェクの死亡の経緯に関する質問が投げかけ、尋問の要素を呈していたと。会議に出席した司法当局者は、チチェクの死を殺人の性質で調査すると述べたものの、警察の態度は異なっていた。警察が家族に用意した情報によると、チチェクさんは25日に仕事中の車両でですね、ガードレールにぶつかってしまったと。で、日本語の運転免許証以外の身分証明書を携行していなかったので、入管法違反で捕まったということなんですけど、いやだからなんでそれですぐに解放されなかったのって。で、警察の同伴の後でちゃんと自宅に向かってパスポートを回収し、再び警察署に戻ってるんですよ。だからその時点で確かにその在留カード持ってなかったけれども、パスポート持ってる人で正規滞在の人だっていうことはもう明らかになってるんですよね。不正規滞在だからってね、こんな長期間交留しちゃいけないと思うんだけど、その中で、日本人の一人だけが面会の機会を与えられ、なぜかそれもですね、他の面会も断られてるんですよね。で、交留プロセスは6月25日からだから5日間以上ですよ。7月1日の夕方まで、続いていたと。で、健康状態を確認するため、行ったんですけれども、深夜に、体調が悪化して、それで受けて警察署に医師が呼ばれ、警察の陳述によると、医師は彼に便秘を解消するための薬を与えたと。で、これがおそらく致命的なミスだったわけですよね。便秘じゃなかったんですよ。で、痛みがさらに増したチチェックさんは、病院に疲れる必要があると言われ、東京医科大学の八王子医療センターに行かれたとか、なんかね、これもなんか証言がまたすいません2点3点してるらしくて、別のね、だからその診療所に呼ばれただけだっていうふうにも警察は言ってるらしいんですけれども、どっちが真実なのかもわからないんですが、とにかくですね、この時点で腸潰瘍による腹膜穿孔でチチェックさんは亡くなってしまいました。はい。だからですね、二重三重におかしいですよね。だから7月1日の時点で急激に体調悪化が見られるんだから、その時点で解放して病院にねちゃんと病院にかけていれば、医師が勝手にね腹痛薬とか渡すっていうそのムーブをしていなければ終わってたっていうか、少なくとも命は助かってたはずなんですよ。しかもなのにそれもせず、独房でずっと7月2日に至るまで在留カード持ってなかっただけですよ。在留カード持ってなかっただけなのに、で他に余罪がないのにもかかわらずずっと交留してたんですよ。1週間近くにわたって。でこれクルド人差別じゃないんですか？でこれクルド人であることが理由だとしたらとんでもない問題じゃないですか。殺人ですよね。はい。遺族の方はね、怒ってもちろんね、殺人だというふうに言ってるわけですけど、警察は全否定していまして、不幸な事故でございますというふうに説明されているそうです。はい。なんでこんな事件が起きるんだ。だからウィシュマさんの事件のこと何も反省してないんですよね。だってウィシュマさんだって似たような経緯だったじゃないですか。本来だったらすぐに医療にかけるべきであったにもかかわらず、それを放置して、あのようになってしまったわけですよね。日本の警察は結局ミスとか不祥事とかね、交流してた理由を知られたくなかったんじゃないかっていうふうにも思っちゃいますよね。ちゃんとした病院に連れてかなかったっていうのは。そう。で、警察の制圧中に死亡した事件とかも思い出せてますよね。はい。事故で内臓にダメージがあったのかどうかは分かりません。それは分からないです。結局その腹膜炎になってしまったというね、腹膜穿孔になってしまったという最終的な死因はこれなんですけれども、どのようなプロセスでそれに至ったのかは分かりません。それは分からないですが、とにかくその7月1日の時点でひどい腹痛を訴えているわけですから、その時点でちゃんとした病院に連れて行けば命は助かってたはずです。はい。今確かなのはそれですね。在留カード持ってないだけで逮捕勾留という時点でひどいし、在留資格を確認できた後で勾留を続けているのもおかしいし、こんなんで逮捕してるのがそもそもおかしいですよね。はい。いやだからクルド人だから別にいいやっていう意識だったんじゃないのかっていう風になりますよね。だからこれもレイシャルプロファイリングでしょ？不幸な事故のわけがないです。このままだと死ぬ可能性が高いと分かっていながら放置していたのではないでしょうかと。だから悪意ある見方したらそうなりますよね。
排外主義とレイシストがいくつ先まで行ってしまったのかと。だからね、クルドの人でなかったなら別の扱いをされていたんじゃないかというふうに思ってしまいますよね。取り調べ録音録画義務化されてないですよね。はい、されてないはずです。で、日本はウィシュマさんに医療提供させず、死なせた入管も大河原加工検罪で癌である相島さんに保釈を許さず死なせた警察も体調不良の村戸知世さんも車載の交通事故、免許携帯していて死人も出ていないで交流させて死なせた警官も全て人権軽視と差別意識から来ています。根でつながっています。ウィシュマさんの時からもちろんそれ以前からだろうけど、交流する理由がない人を交流し死なせ、それに対してろくな説明もせずそのまま反省も改善もしないから同じことが起きています。日本は人権意識を持たないと根付かせないと本当にダメになるよと。すでにだいぶダメになってるんですけれども、この方の言う通りだと思います。だから、そもそも、不当な理由で交流してるし、不当な理由でね、人質司法みたいなことをしてるし、しかも不当な理由で病院に連れて行かず、不当な理由で死んでしまったということですよね。だから何重にも人権軽視をしてるし、命を軽視してる態度だと思います。いや、本当ね、結局、犯罪者には人権なんかないんだみたいな考え方と全て繋がってますよね。はい。私だってそれは凶悪犯罪者みたいなのにはね、立花隆みたいな人よりはかなり口を極めて批判したりしますけれども、それとこれとはまた別ですからね。やったことの凶悪性と、その本人がその人権があって、日々の暮らしをしてるってことは分けて考えなきゃダメなんですよ。当たり前の話じゃないですかね。はい。そして、ちょっと、極悪なポストなので、ちょっと閲覧注意なんですが、微罪逮捕ではなく家庭の話ですが、不法就労と不法投棄がつくと結構重罪なのですという石井隆明のコメントが出てるんですが、警察が人を殺した話をしてるんですが、お前は何を言ってるんでしょうか。いやー、本当にひどいな。だからこういうコメントを繰り返しているから誹謗中傷で訴えられて裁判で負けてるんですよね、石井さんは。だからこういう人は本当どうしようもないから、やっぱりその、司直の手に委ねるしかないんじゃないかと思うんですけど、それこそ。でも実際にはこういう人たちが放置されて、チテクさんみたいなね、向こうの人を逮捕してるのが日本の警察なわけですよね。はい。石井さんなんてだって暴力沙汰も起こしてますし、前科何犯なんですかっていう感じですからね。公権力による不当な交流を引き起こすことになった事件だと思います。前日の人質司法についてもウィシュマさんの件もあまりにもひどく、公権力という拷問であっても過言ではない憲法違反ですと。全くその通りですね。あまりにひどいと思います。石井さんがクルド差別を煽ってきたね、元凶の一人なんだからね、あなたには真の責任があるでしょって思いますけどね。ただね、ちょっと他にも、最後に何点か取り上げるんですが、やっぱり日本のレイシズムがね、どうしようもないところまで行ってるんじゃないかっていうところで最後話を終わりにしたいんですけど、今ね、外来種で猫の話、その話をちょっと後でいつか取り上げたいと思ってるんですが、メンタリスト大悟という人がですね、外来種で猫を処分する前に犯罪を犯す移民の最も脅威となる外来種ではないのかという、まともなその生物学者とかその動物学者の人たちが絶対にこれだけは例えとしてでも言ってはいけないって言ってることをまさに言ってしまってるんですけど、だからメンタリスト大悟さんのやばいですね。何回目ですかこの方って以前ね、そのいろいろなね、人権差別発言をして、干されたこともある人ですけれども、なんかね、何年経ってもやっぱりこういう人たちは繰り返しちゃうのかなと思います。これはヘイトスピーチです。通報いたしました。マイノリティを非人間化する建設はパレスチナ人を大量殺戮してきたイスラエルも繰り返してきました。何より人間を人間以外の動物に例えて貶めるのは種差別に基づくものですので、この方は何重にも差別をしているということになります。はい。その通りですね。障害者施設で働いてた従業員の方もそうですね。あれも警察の不作為ですよね。はい。
何度繰り返すのかな、本当やっぱり反省してないじゃんっていうですね。だから本当こういう人たちって繰り返してるし、悪質性高いから、本来であれば、こういう人たちこそね、やっぱり罰金刑なりなんなりね、警察のお世話になんなきゃいけない種類の人たちじゃないかと思うんですけどね。なんでこっちが野放しにされてるんですかね。はい。野放しといえばなんかこんなのもあるんですけど、蓮舫さんの時の話覚えてます？私別にこういうステッカーとかは問題ないと思ってる方なんですけど、なんかですね、不法移民返還外国人犯罪増加みたいなステッカーをですね、わざわざ貼ってった奴らがいるらしいんですよ。プロテスターの方が見つけすぐに剥がしたそうです。こんなものが貼られていたと聞き、怒りで吐きそうになりました。こうした悪意が日常の風景の中に溶け込んでおり、また新しく貼られてから1週間もなっていないのではないかということですね。はい。おそらくここで移民反対デモとかをやってた人の誰かが貼っていったんでしょうけど、あなたたち蓮舫さんに対してなんか口を極めて罵ってましたよね。別に彼女が自主発的にやったわけでもないのに、蓮舫さんの支持者の人の一部がね、シールを貼ったんじゃないかみたいな話で、なんかね、公共のね、公共の場を汚しているみたいなことをね、言い続けてた人たちがいたと思うんですけど、私は別にステッカーでプロテストとかすること自体は大して問題ないと思ってますからね。はい。そこは誤解しないでいただきたいですけど、本当こういうね、醜悪な悪意が広がっていくと、こういう事件が起き続けるのかなと思います。またアニメが使われてるしね、もうこれアニメに対するヘイトでしょ。本当に。アニメーターの人たちもやっぱ怒った方がいいですよ、と。SNS の運営は収益化剥奪なりアカウント凍結なり対応してくれ本当というですね。はい。そして必ず排外主義と結びつくんですね。はい。ということで、クルド人、の、ムラトチチェクさんの事件でございました。いや、今後もですね、この話ちょっと情報も錯綜してますし、今のところは、トルコのジャーナリストの方が、トルコというかクルド人のですね、失礼、ジャーナリストの人たちとか、トルコの人権派の、メディアとかが取り上げてるっていうような状況でして、実際真相がどうなるかはわかりませんし、警察が動いてくれるかもわかんないんですけど、このことについてはずっと続報とかね、追っていきたいと思っております。はい、ということでですね、ちょっと皆さんが話してた警察とかの話を最後ちょっとしたいと思うんですが、警察がおかしくなっている暴言、性暴力、証拠隠し、異常事態についても会見なし、黙秘権の行使続くということで、警察がね、ちょっとそもそも、やばいんじゃないかという話ですね。これ詳しくは一つ一つ読みませんけど、警察なめんなよなどと取り調べで暴言を吐いて刑事裁判にかけられた検事、取り調べが人質をめぐる国賠訴訟相次ぐ、大阪地検トップ某北川健太郎の性加害、被害申告後には二次加害、再審公開制に抵抗し公文書を廃棄、会見を開かない組織黙秘権を行使していると内部からも批判、再審無罪の袴田さんを相変わらず殺人犯だとみなしていたり、警察の正義を全否定した云々というですね、鈴木宗男以外はですね、すべて正論だと思うんですけど、あまりにもやっぱり検察が最近ひどい、性被害を訴えたね、女性検事が、ですね、北川という検事からそうやってですね、追加で加害を受けたりですとか、兵庫県の16歳女性が先ほど言ってましたけども、違法な取り調べで死亡したというですね、母親が訴えているケースなども相次いでまして、そもそも検察の捜査がね、正当性が怪しくなってきてるのではないかと。だから日本の警察といえばね、日本のエリート中のエリートで、まずですね、確かに異様なその有罪率の高さとかの司法の問題はあるにせよ、そんなにね、ひどく間違った判断はしない人たちだと、エリートなんだこの人たちはというイメージがあったわけですけど、もはやなんかそんな感じでもない。北川みたいなやつもね、大阪地検のトップだったわけですし、相変わらずね、だから政府や自民党と癒着してるんじゃないかっていうような、動きもあるし、再審法改正でもですね、おかしな動きを繰り返すし、会
見も開かないで説明もしない、追及されてもですね、追及されたり検察批判デモみたいなのが起きても、何もろくにですね説明することがない。鈴木宗男はさすがにね検察を批判する資格ないだろうって私は思いますけど、はい、あの人入管法に賛成してるのでね。だからですね、やっぱり、入管の腐敗とか法務省の腐敗とつながってると思うんですよね。入管、警察、法務省、そして検察じゃないですか。だから検察がやっぱりね、正義を守れないとか、こうやって検察なめんなよクソガキみたいなこと言うチンピラみたいなね、こういう態度をするってなると、もはやね、法治国家として日本大丈夫なのかっていう話になると思いますので、はい、やっぱり検察の抜本的改革が必要じゃないかなと、警察も合わせてですけどね、はい、と思いますけどね。いや、本当これはね、日本のメディアはね、弁護士 .com さんだけじゃなくてね、徹底的に解説して報道してほしいですよね。はい。さすがに、大阪地検の性加害問題とかは、報道してますけれども、それだってね、一生懸命ね、被害者の方が訴えてるからでしょ。ダビさん、ここからです。特攻警察。移民問題じゃなくてレイシズムの問題だし、警察も検察もそうですけども、レイシズムから抜け出てないんじゃないですかって、外国籍の人たちに公平な判断をしてますかっていう話ですよね。やっぱり裁判所と検察は、警察官個人に関してはもう人権意識が低くてどうしようもないところはあるかもしれないし、そこはね、アメリカとかも例外じゃないから、レイシズムはね、どこの国でも警察につきまとう暴力の問題なんですけど、でも警察とか裁判所がやっぱそういうレベルだとね、困りますよね。北川に関しては組織ぐるみで性加害をかばえてましたので、はい、そうですね。大阪地検解体すべきでしょう。はい。だからね、自分の愛人とかも含めて、性暴力を隠してたわけですから、悪の組織と言っても過言ではないですよね。はい。中和田さんの検察の見解ひどすぎて当時めちゃくちゃ腹立ちました。あれもひどすぎますよね。なんであんなこと言えんのみたいな。だってまるでなんかね、お前は犯人だけど許してやったみたいなね、めちゃくちゃなこと言ってるんですよ。控訴して上級審の判断を仰ぐべき内容みたいなね、強い不満みたいな、畝本直美ですけど、だからずっとその畝本さんっていう人もずっと自民党との癒着とかが疑われてるね、腐敗した検事なのではないかという疑いがね、女性初の検事総長なんですけれども、はい、人物じゃないですか。だからそういう人をトップに置いといちゃダメだと思うんだけどな。なんで自民党となんか同じ過ちをしてますよね。はい。そうですね。腐敗の元凶はやっぱ自民党だと思いますけどね。日本人も外国人も人間扱いしないことで平等にしようとしてるんでしょうか。いや、そのやり方はね、勘弁してほしいけどな。さすがに。もはやアイスですよね。そこまで言ったら。アイスはね、普通にその移民の荒いというか、助けに入った人も殺してますからね。裏金自民党議員みたいなのにオラつかないくせにね、ほんと嫌な奴らですよね。そう考えると。取り調べを可視化しなきゃダメだ。北川の事件に関して本当おっしゃる通りです。被害当事者の方が最前線に立っていらっしゃいます。もちろんご本人に立っての希望とは分かっていますが、本当に情けない気持ちでいっぱいです。北川に関してはですね、署名も下の概要欄のリンクのとこにありますので、署名してない方はぜひ、チェックしてみてください。袴田事件なんて証拠の捏造までしたのにね、いや、ほんとね、証拠捏造が判明した時点でですね、やっぱり最高トップとかがみんな失脚しなきゃいけないだけの事件だったわけですよね。何考えてるんですかね、本当に。やっぱり、そういう、責任取れない組織は腐敗するんでしょうね。はい。ということで、警察の腐敗といえばなんですけど、警察の拷問というかですね、事件が一つ、決着しました。警棒で高校生失明、和解が可決、沖縄県が9140万円支払いということで、沖縄県沖縄市で2022年1月、警察官が当時高校生だった男性のバイクを止めようとして、警棒が接触し、男性の右目を失明させた業務上過失傷害事件をめぐり、県議会は13日、9140万円を支払うという議案を可決したと
デニー知事じゃなかったらこんなにスムーズに解決してなかったんじゃないですかね。はい。本当ね、県議会の、でも、県議会がね、まとまってこれで一致したのでですね、勇気ある決断だったと思いますし、当然の、正義がなされたと思います。沖縄県警はですね、罪を認め、全く私どもの、不手際によるものでしたというふうに謝罪したわけですよね。なんですけども、なんかね、またゾロですね、玉木デニーアンチの人たちか知らないけれども、右目失明の高校生に対するデマがもう再燃してるんですよ。これ2022年当時もそうだったらしいんですけれども、そもそも出張で来てる宮崎県警の人に、ぶん殴られてしまって失明してしまったっていうことなんですけども、その時点で警察がどう考えても悪いだろうという話ではあるんですが、男性が暴走行為や無免許運転をしていたなどのデマが再びインターネット上に投稿させられており、このような書き込みにひどく傷ついているというコメントが出ております。事件当時 SNS では、高校生だった男性に対して暴走族、ノーヘル、バイクは盗難車、無免許運転などの投稿が相次ぎましたが、琉球沖縄タイムズさんはですね、県警発表に基づきいずれも誤りであることを全て確認していると、事実に基づかない誹謗中傷があった場合は断固たる措置を取るということで明言しております。っていうか沖縄県警でさえだから認めてるのにもうなんでこんなこと言い続けるんですかね。いやこれも琉球差別ですよね。だから琉球の人たちでだから警察と揉めたようなやつは暴走族に違いないみたいなね、もう偏見にまみれてると思うんですけれども、そのような事実はありません。ありませんし、本当に暴走族だったとしても右目失明はどう考えたってやりすぎでしょ。100% 警察が悪いじゃないですか。はい。って思うんですけどね。そう、暴走族だからといって正当化できる行為じゃないですよね。はい。それはしかしデマまで飛ばして公権力を擁護したがるのは一体何なんでしょうか。いや、公権力を擁護したいっていうか、沖縄のやっぱり動きを潰したいんじゃないですかね。この一連の人たちっていうのは。辺野古の事故に関するあれもそうですよね。もちろん事故はね、当然ね、ヘリ協議会の方に責任がありますし、それはね、追及されて叱るべきですけれども、そもそもデニーさんは、別に関わって指揮してたわけじゃないんだから、そんなね、辞職しろみたいなことまで言われるの不当ですよね。はい。斉藤元彦じゃないんだから、って思うんですけどね。はい。だからね、結局政局に従ってるんじゃないかと思います。警察が腐敗しとるから差別が広がるし、議員が不正を見逃されていますしね。だからデニーさんみたいなね、まともな人がね、こうやって非難を浴びる一方で、斉藤さんみたいなのが見逃されてるっていうのもね、理不尽な話ですよね。はい。デニー知事には頑張ってほしいと思います。はい。そして例の事件なんですが、フジテレビ佐藤二連主演ドラマめぐる経緯を発表ということで、主演2人に謝罪、偉大なる、ご負担とご辛労ということで、私がちょっと休んでいる間に、フジテレビが新たにですね、なんか謝罪したということで、いや謝罪するのはいいんですけど、佐藤二郎氏はなんか全然開き直っていて、まだ自分の好き勝手な主張を繰り返してるっぽいんですよね。だからそこを止めないとダメなんじゃないですかね。で、そこを止めないとダメだし、またなんか火に油を注ぐようなことしてるんですよね。10日の話なんですけど、来年1月期の月9を突然変更し、佐藤二郎、橋本愛さんのトラブルを受け恋愛ものを NG にするということで、なんかですね、恋愛ドラマを来期の1月期の月9で考えてて、男女の恋愛模様をコメディタッチで描くみたいな、別に何の問題もないんじゃないかっていう、まともにやればね、ドラマなんですけれども、ドラマの題材が夫婦であったため、上層部が男女の恋愛ものをこのタイミングでやるべきではないみたいな判断をしたっていう。いや、だからそういう問題じゃないでしょ。で、そういう問題じゃないのに、
で、別に男女の恋愛ものだった、夫婦ものだったからダメだったわけじゃないじゃないですか。で、橋本さんはセクシャルハラスメントを訴えてるわけじゃないんだから、まあ、正直ね、佐藤さんの行為をセクハラって言っても別に私は問題ないと思うけど、それを訴えてるわけじゃないんですから、パワーハラスメントの問題ですよね。だから、本来ならこういうことを上層部は別に気にすべきではないし、むしろ今まではインティマシーコーディネーターとかをちゃんと入れてなかったけれども、そういうね、人権意識とかコンプライアンスをこれから気をつけていきますっていうことをちゃんとやっておけばいいだけの話なのに、まあやっぱりそういうことを根本的に分かってない人たちなんだなという話ですね。だからなんか富士はかわいそうみたいなこの論調が始まってまた少し燃えてたみたいなんですけども、どうしようもないなと思います。いや、ほんとね、ずれた判断してますよね。だからずれてるし、だからずれてるから、またそうやってね、なんか訴えた、今回橋本愛さんですけど、橋本愛さんの方が悪いみたいな言い方をされちゃうわけですよね。はい。で、まあ、これね、別に読む価値がないので、というか、あえて取り上げるんですが、佐藤二郎さん本人が本人に対し、まあ、改めて取材を受けたと。で、何をしてるかっていうようなことを言ってるんですけれども、ですね、で、フジテレビがうんたらかんたらコンプライアンスに関して対応してというようなことを言ってて、実際は佐藤さんによるハラスメントではなく、佐藤さんに向けられたこれはハラスメントだったのです。インタビューを読む限り、佐藤さんは加害者ではなく、完全な被害者でしたと。はい、被害者と加害者の逆転が起きていますね。はい、そしてフジテレビ弁護士橋本さんそれぞれの対応が結果として佐藤さんを追い詰めていったように見えます。まるでそれぞれが足並みを揃え佐藤さんを追い詰めていたかのように見えます。それ少なくとも僕は全てが佐藤さんに対する悪質なハラスメントだったかのように思いましたと。まあなんか確かに佐藤さんは落ち込んでるらしくて、まあ睡眠障害がさらに悪化し、大学病院で抑うつ状態と判断されたそうです。それはケアされるべきだと思うけれども、だからといって被害者と加害者を逆転しちゃダメですよね。だからこれ典型的な奇弁ですよね。自分が悪いことしといて、悪いことして、非難されたから、それを元にですね、うつ病になって落ち込んでいるって言って、いや、それで被害者面しちゃダメでしょっていう、まあ話なんですけれども、まあもちろんね、受け止めきれないことっていうのはあるだろうから、別にすぐに反省してすぐに声明を出せというふうには私は思わないですし、まあ心の整理がついてからでそれはいいと思うんだけど、なんかね、SNS では好き勝手なこと言ってるのに、なんか一方ではこんなインタビューでこんなことを言ってるっていうのがですね、まあちょっとね、信じられないというか、まあだからこういうことになるからなんでしょうね、被害者意識ナショナリズムというか、加害をした方が被害者ぶるみたいなことはやってはいけないということですよね。はい。ケイトさん、ここからです。爆弾映画が良かっただけに残念だというですね。インティマシーコーディネーターに関しては性的な描写に限らずあらゆる現場でそうですね、協力は得るべきだったと思いますね。自粛の仕方が全くもってそうじゃないですね。それはそれとして橋本さんの誹謗中傷をやめるように佐藤二郎と佐藤二郎の事務所は発表してください。そして佐藤二郎の事務所は佐藤二郎さんの SNS をやめさせるべきです。いや、本当にだから抑うつ状態だったら余計やめさせるべきですよね。SNS やっちゃダメでしょ、そんな精神状態の人が。なんでそうなるのっていうですね。いや、だから結局男性であるね、佐藤さんに逆らったから、権威ある男性である佐藤さんに逆らったからこうなってんじゃないのっていう風な言い方になっちゃいますよね。はい。ここまで認識がずれているテレビ局なら恋愛ものどころかドラマ自体やめといた方がいいんじゃないでしょうか。いや、ほんとそうなるよな。フジテレビドラマ作る仕掛けないでしょ。こんなこと言っちゃうのって。だからそもそもそのハラスメントが何か分かりませんみたいな声明を出してるんだったら、いや、それは制作会社として問題ありますよねっていう話っすよね。そう、結局やっぱり被害者意識に凝り固まってね、危険な状態になっちゃってますよね。はい。なんとかすべきだと思うんですけどね。そう。でも結局、今回のようにパワハラのね、被害に遭った橋本さんの方が責め立てられてるわけじゃないですか。だからな、本当ね、なんていうか、抵抗する人たちを抑圧するような文化とか政治っていうのはやめさせるべきだと思います。はい。まあ、ただ、ちょっと抵抗している例が少しあったので、一部取り上げたいと思うんですが、
山中市長のパワハラ疑惑をめぐる第三者委員会による調査結果が7月30日に報告へということで、横浜市の、横浜のですね、斉藤元彦と言われる山中竹春っていう市長がいるんですけど、彼のパワハラ疑惑をめぐり今年3月から第三者による調査が行われていました。で、これが7月30日に、ちょっと遅すぎますけれども、ようやく市議会の全員協議会で報告されることがになったということです。この問題は現役職員が山中市長の言動がパワハラだとして、是正を求めていたものです。これまで山中氏は一部の暴言は認めていたものの、市長室への出入りを禁止する行為はしてないなどとし、両者の主張には隔たりがあったんですけれども、これに関してはですね、山中さんに叱るべきですね、認定が下されることを願います。というか疑惑じゃなくて、だから立候補者だった時からパワハラしてるでしょこの人はっていうことを言われてた人なんですから、いい加減是正されなきゃダメですし、どんな地位があるね人であっても、やっぱりパワーハラスメントやセクシャルハラスメントをした側が、ですね、このように批判されて裁きを受けなきゃいけないというふうに思います。そしてですね、秋葉原のように富山の53歳が無差別殺人計画と、これちょっと今すごくね、ゾッとするような事件が未遂で終わったんですけど、これを食い止めたのが、加藤智弘元死刑囚の友人だったという嘘のような、ちょっと本当のニュースなんですが、無差別殺人事件を起こせば、射殺されるか死刑になって死ねるのではないかと言って、いわゆる拡大死ですよね。自分が死にたいから大量殺人をしてやるみたいな、まさに加藤智弘みたいなことを考えた人がいたらしいんですけど、この人に対してですね、やると言ってやらない人にはたくさん会ってきたが、減刑を避けるという態度を取った人が初めてだったので、この人は本当にやるなと思って、私は説得したと。で、警察に通報したと。でそれで未然に事件が防がれたんですよね。でしかしこの大友さんは安堵はしていないと。社会から見捨てられ絶望した彼のような人に対して、ネット上では人を巻き込まずに一人で死んでしまえなどという人がいますが、それでは何の解決にもなりません。かえって彼らを追い詰めるだけです。どこかのタイミングで面会に行けるならあって、彼は今どういう感情なのか聞いた上で一人の人間として責任を持って考えたいと思いますというですね。なんかすごい成人のような方だなという申し訳ないけど、なんかあんまり英雄視するのもあれですけど、率直に感心してしまうのですけれども、ですね、やっぱりハラスメントを許さない社会っていうのは、こうやってね、やっぱり人が人同士でケアをし合う、ちゃんとすることができる社会じゃないかというふうにも思うわけですよね。だからパワハラされた人とかセクハラ被害に遭った人とかを放置しておくと、やっぱりこういうことになってしまうわけじゃないですか。だからそうやって人が追い詰められる前に手を差し伸べて未然にですね大きなことになるのを防ぐっていうのが必要とされていることじゃないかなと思います。はい。ということで、人を抑圧する社会についてでございました。いやー、すごいですよね、この方。ちょっとびっくりしました。横浜市長は、就任当時からパワハラの件取り沙汰されてたのに、だからようやくですからね、本当遅すぎますけれども、でも追及されるようになっただけ良かったのかもしれません。いや、本当食い止められて良かったなと思います。はい。あやっぱつやさん、ここからです。ヤフーチャット最高の人も死刑にしてほしかったって言ってたなというですね。だからね、そういうね、人が、今後ね、このようなひどい社会だと増えていく可能性があるので、そういう人たちを止めるためにはどうすればいいのかっていうことを、もちろん社会をね、改善しなきゃいけないんですけれども、っていうこともですね、地道に考えていかなきゃいけないかなと思います。ということでですね、すいません、大変また遅くなってしまったんですけれども、もう3時間になってしまう。ということで、最後ちょっと駆け足になると思いますが、反体制デモの話等をちょっとしていきたいと思います。少し映像が出ます。昨夜の国会前の様子なんですが、ペンライトを持った多くの人々が集まっています。高市政権を批判するデモです。その国会で昨日、皇室典範の改正案が衆議院を通過しました。今、国会議事堂の正面側に来ました。もう人でいっぱいの状態です。昨日夜、国会の前では高市政権に反対するデモが行われていた。
参加者から聞かれたのは、この日衆議院を通過した皇室典範改正案への不満の声。国民を無視して勝手にどんどん通している法案の一つだと思います。うちわでこうなんだろうな、進みやすいように進めて、反対の意見をどんどん聞かないように感じます。賛成の諸君の起立を求めます。はい、ということでですね、でも参加された方は本当お疲れ様でございました。7月10日のデモだったんですけれども、参加者は全国で2万7000人を超え、警察じゃねえ、マスコミもですね、ようやくこのようにヘリを飛ばして取材するようになったということで、大きな進歩だと思います。この日テレニュースもですね、30万回ぐらい再生されて、おおむね、なんかコメント欄でもですね、ネトウヨ嵐も少なく好意的な評価を得ておりました。で、こっちは TBS なんですけど、高市総理は国会に出ろ、デモに2万7000人、疑惑について否定するにしてもきちんと会話をしてほしいというデモ参加者の方の率直な意見がこれ取り上げられてて、これもね、コメント欄で結構バカ受けしてましたね。あ、そっか、そうだよなって、国会に出てこないし、そもそも会話できないもんだ、この人っていうですね。ようやく、先ほどね、ちょっと多数派マジョリティの人たちのことをボロカスに言いましたけれども、マジョリティ側と言われるですね、65% の支持してる人たちにも、こういう映像が届いてですね、高市さんがいかに、首相として異様な態度を取ってるか、そもそも国会に出ない、喋りもしないみたいなね、ちょっと首相としてふさわしくないんではないかということが伝わったのではないかなと思います。皆さんもお疲れ様でした。資本主義的な価値観に毒されて社会のルールから外れたら転落するしかないという思いの人がそうですね、多いんでしょうね。はい。皇室反対デモではないからね、そう、なんかね、皇室典範改正って言ってたのはちょっと違和感を覚えましたけど、ニュース的にはそれやって取り上げやすかったんでしょうかね。セーフティーネットの脆弱者や新生主義という高い壁と生活保護のバッシングから福祉から遠ざける要因が大きいですね。はい。やっと高市政権への批判と、報じ始めました。遅いですけどね。でも別に私たちのそういうこと利用していいんだから、ちゃんとね、政権を批判してくださいよって感じですよね。本当に。曲解されかねない報道だったな。はい、失礼しました。反高市デモはずっと前からやっているのに、皇室典範改正で急に取り上げ始めたのはなぜだろうか。今までずっとやってたんですよ。ずっとやってたんですけども、今回7月10日にデモとその皇室典範の改正が重なったので、おそらくその皇室典範って言ったのはたまたまだと思います。今までずっとデモを取り上げろって私たち SNS とかで散々言ってきたんですよ。言ってきたんですけど、マスコミの人たちはなかなか取り上げなかったんで、今回2万7000人のね、大規模デモが、1ヶ月2ヶ月ぶりかなに発生して、ちょっとですね、それでようやく取り上げることにしたんだと思います。ちょっと遅いんですけどね。しかも国会終盤になったからじゃないかっていう、ちょっと見方もされていて、それはね、ほんと、なんか、いや、マスメディアの役割を果たしてよっていう感じなんですけど、報じないよりはマシかなという気はします。はい。でですね、ただ、ちょっと今回のデモに関してなんですけれども、別に批判とか異論とかっていうわけではないんですけれども、まずね、デモの急な報道が、たとえ手遅れのアリバイ作りだったとしても、今までデモを知らなかった人に届いて、今後の参加者が、増加する期待が持てます。次は7月19日の国会正門前大講堂へということで、デモの存在を知らない人に関してもね、やっぱりこういうテレビで報道するっていうことは非常に大きな効果があると思いますので、同盟でね、全国の 3.5% ぐらいがこうやって同盟に、参加してくれるようになると、政権が倒れるっていうような、話もあるわけですけど、こういう消極的な支持層っていうのを引きつけていくことは今後も大事だと思います。はい。大事だと思うんですけど、ただちょっと今回のデモに関しては、ちょっといろいろあったみたいで、ですね、ちょっと取り上げたいのですが、今回のデモはオンライン中継の手話通訳あり素晴らしい、みんなに開かれてて優しい、ヘイトデモとは違うという意見が散見されたんですけれども、これは全部デマです。主催がちゃんと情報保障しないから必要な友人らに俺が個人的にやっていただけで誰も全然優しくないし、一部参加者からはマジで邪険に扱われてからいい人ぶってやるのはいい加減にしろと。
まあ、この言い方がですね、ちょっと強すぎたということで、一部批判されてるんですけど、まあ、そもそもなんで公式みたいにトリトルさんというですね、この人は LGBTQ+ アクティビストな人なんですけど、まあ、ずっと私相互フォローなんで、ちょっと今回怒ってらっしゃるのにびっくりしたんですが、なんでこんなに怒ってらっしゃるかというと、まあ、五ノ井育夫さんという人が、まあ、削除してるんですけれども、勝手にですね、トリトルさんの映像を撮って、まるで主催の人たちがやったかのように、こうやって SNS で言っちゃったみたいなんですね。まあ結果的に削除されてるんだけど、いや、それはダメだろっていう話ですよね。だってトリトルさんは 100% 善意で、手話通訳をやってたんですよ。だから、その情報保障を、行き届かない人が27,000人もいたら、それはいるわけじゃないですか。いるわけだから、そういった人たちに対して、ちゃんと個人の尊厳を守って活動するために、自主的にボランティアでやっていたのにもかかわらず、その、五ノ井さんとか一部の人がそういうこと言っちゃったもんだから、まあ怒ってらっしゃるということですよね。はい。だからですね、まあこれは怒られて当然だと思います。はい。で、まあ、それに対して、まあ、トリトルさんのそういうね、まあ、これもトンポリに近いと思うんだけど、まあ、あんなに怒って言うことないじゃないかというね、まあ、気持ちはわかるけど、トンポリに近いような意見があったんですけど、専門家のね、森曽谷先生がちょっとコメントされてるんです、読みたいんですが、デモの手話通訳の件ですが、最後は行政に何とかしてほしいというような意見もありましたが、手話通訳サービスを行政に頼んだことがある当事者じゃない人にこれはありがちな発想で無理ですと。実際に話を持っていくことになるのは行政から補助をつけた通訳派遣サービスで政治活動という条件ではこれ離れられますと、まあそれはおかしいという話になり、そのうちなぜ公的な通訳派遣に条件がついているのかという話になって予算制約の話があります。予算制約が少ないというのがあるのであれば、福祉という大きな枠組みが上に立ち上がっており、そことも戦う覚悟がないと行政が何とかすべきとは言えませんと。まあこれ別にデモの主催者の人たちが悪いんじゃないです。行政が悪いんですよ。結局障害者に対して差別的なね、まあ福祉としてこうやって当然に手話通訳の人をつけないみたいなことをしてることだもんだから、現状があるもんだから、行政の人に正式な通訳を今回頼んだとしても、おそらく政治的なね、高市政権反対デモなので、まあ、おそらく断られていたであろうし、まあそうやすやすとですね、そうした公式通訳の人たちを呼べるわけではないので、まあ当然ボランティアで活動せざるを得ないというですね、厳しい現状があるわけですよね。はい。なのでトリトルさんが不当なことを言って怒ってるというのは違うんじゃないかと思います。はい。潜入してたのに参加者のコメント一つ取ることしなかった産経の、新宿東南口の記事はお粗末すぎますってですね。ほんと産経新聞は言った意味なかったですよね。はい。また五ノ井かよってですね。いや、五ノ井さんほんといい加減にしてほしいよな。まあ、ただね、まあ確かにリベラル側で内輪もめしてはいけないのかもしれないですけど、でも怒るのは当然ですよ。だって、まあ、五ノ井さんはずっとそうやって、五ノ井さんじゃない、すいません。トリトルさんはずっとそうやってアクティビストとして活動してて、だから、ろう者の、ね、友人たちのために自分で手話を勉強されて自分でそうやって手話でやってたわけですよね。なのに対してね、やっぱりそれをね、誠実に受け止めないのは違うと思います。ちなみに、まあ、森曽谷さんのコメントとして、日本には手話言語が2つあるっていうコメントがあるって何のことだか分かんないっていう人もいると思うんですけど、実はですね、2つあるんですよ。日本語対応手話の、考え方っていう2つの考え方があって、まあ、全日本ろうあ連盟さんは、まあ、森曽谷さんは批判的なんですけれども、要はですね、そんな2つも3つも手話があるっていうわけでは話ではないというような、ことを言ってるんですけれども、まあ、実際には、手話言語と言われるものがあると。手の形や位置や動きをもとに表情も活用する独自の文法体系を持った音声言語と対等な言語っていうのがあるんですよね。で、これは障害者言語条約の定義に、手話が言語として位置づけられ、日本においても、障害者基本法として、まあ、言語と明記されたことで手話が言語として法的に認知されたんですけれども、そのように表情も含めたですね、手話というのと、そうではなく日本語をそのまま、まあ、手とかの形で表す日本語対応手話っていうのの2つがあるわけですよね。だから今回の場合、まあ、おそらく日本語対応手話の方でやったんだというふうに思われますけれども、まあ、あれだったらですね、2人の通訳を用意しなきゃいけないっていうこともあり得るわけですよ。日本手話しかわからない方もいらっしゃるでしょうから。はい。
だけどまあ、そこまでのコストをやっぱりね、デモに負わせるっていうのはなかなか難しいですよね。ですね。だから今回だからデモの話とかでも9条に関しても沖縄琉球にはですねやっぱり9条が適用されてないっていうような問題があったわけじゃないですか。でそのことをこのですね読んでない人読んでいただきたいですけれども、崎山空音さんとかは壇上に立ってですね沖縄の問題についても連帯してほしいということをずっと訴えてたんですけれども、まああんまりなんか伝わってなかったかなっていうちょっと話なのかもしれないですね。はい。聴覚障害者は聴者とは別の体系の言語を持つ人々と捉えるべきとのお考え。そうですね。はい。だからまあマイノリティの人って常にそうだと思うんですけど、終焉的な立場で立たされるので、どうしてもね、ああいう場所にいると、不利益を被りやすいっていうことですよね。で、それは左派の集会だろうが右派の集会だろうがやっぱり変わらないんですよ。まあもちろん右派の人たちはね、人権保障なんてしないでしょうけどね。はい。で、まあ、それに加えて、点字ブロックに近すぎて、踏まないと、これは警察が悪いんですけど、踏まないと通れないところのコーンをずらしたら、おまわりさんに注意されました。視覚障害者の人もここには来るんですよと言ったら黙られた。怒ってごめんだけど、本当なんだよ。なんでデモしてると思ってんだよというですね。まあ、これは本当当然だと思うし、ナイスムーブだったと思うんですけど、だから警察が結局、私たちが必死に情報保障してるの邪魔してるみたいなのはね、本当ふざけているなとしかちょっと言いようがないんですが、はい。なんですけれどもね。はい。ただですね、まあこれを受けて非常に前向きな動きもたくさんありまして、デモ現場での情報保障のために参加者がやっぱり自らですね、今日からでもできそうなことを考えなきゃいけないんじゃないかという、話ですね。先日の国会前でのデモで聴覚障害のある方々に対してボランティアで手話通訳をしていた参加者の方の様子をビデオで勝手に上げた別の参加者のツイートを指し、その手話を現地で提供していた本人である鳥鳥さんが、不満をあらわにするという事件がありました。まあこれに対して、まあ主催の CLP さん、まあ当然ですけれども、さすがというかですね、すぐに応対して誠実な、まあ応対をしております。手話通訳の情報保障の腐直についてのご指摘をいただいておりますが、次回の配信時にはステージのスピーカーの隣に手話通訳者に立っていただき、ツーショットで撮影する。現地ではメディアブースの隣に手話通訳を見るためのエリアを設ける。今回同様 YouTube の概要欄に UD トークのリンクを貼るをはじめ改善を図りたいと思いますと。いうことでですね、まあさすが CLP さんだなというか、まあもちろんね、やっぱり人権派の人たちがデモをやっているのでね、こういう対応がやっぱり全然違うわけですけれども、やっぱりね、デモとかだって発展途上なわけだから、私たち自身がね、参加して、いろいろアップデートしたりとか、技術を身につけていくべきだという話だとは思うんですよね。で、UD トークっていうアプリについてもですね、ですね、この方、ザムザさん紹介してくださってるんですけど、これね、私も1回2回使ったことあるんだけど、1回2回しか使ったことないところがあれなんですけれども、実際にはですね、多言語で翻訳したりとか、まあ、その場でですね、手話、通訳みたいなことをすることができるアプリです。ぜひともね、興味ある人はダウンロードして、デモのスピーチ内容とかをですね、翻訳してみると、わかるんじゃない、そういう人たちの情報保障が、外国籍の人たちへの情報保障のやり方とか、わかるんじゃないかと思います。でもね、これ私の友達がですね、の方がですね、リアルタイムで使ってたことあるんですけど、めっちゃ大変なんですよ。だから語訳とかが多いから、その場でバーっと直していかなきゃいけないし、まあ、やっぱりね、負担もかかるし、一人の人間が、まあ、2時間も3時間も続けるっていうのは、まあ、事実上不可能なので、まあ、UD トークをね、みんなできるようにして、一人一人でやっていくしかないんじゃないかって、まあ、でも一人一人でね、参加してって、英語とかね、中国語でも、発信していくのがいいのではないかというような提案がなされております。はい。まあ、ただこういう意識がね、前向きな意識が芽生えたっていうこと自体がね、やっぱりね、左派がちゃんとこういうデモをやってることにいいだと私は思いますし、素晴らしいことだなと思います。はい。今日は途中から疲れてしまい、ほとんど聞けなかったので、いつか聞きます。お待ちなさいませ。悲しみさん、ありがとうございます。お疲れ様です。すいません。ちょっと久しぶりだったので、内容濃かったと思うんですけども、はい。まあそうですね。結局ね、やっぱり自分でやるしかないっていうところはでもあるとは思うんですけれども、まあそれをね、マイノリティの例えば外国籍の当事者の人たちにやらせるんでなく、まあ自分たちでね、参加していくようになるっていうカルチャーができればいいかなというふうに私は思いますね。はい。
で、東京新聞さんがまた社説出してくれてるんですけど、週の初めに考えるもう一つの世界の方がということで、まあ、なんだかんだ言われてもですね、東京新聞とか朝日新聞とか毎日新聞さんとかはね、デモの写真とか必死に出してくれてたので、そこはね、私、毎回新聞社さんに文句ばっかり言ってますけれども、そこはね、やっぱり評価されるべきだと思うし、ようやくそういう人たちの意見を受けて、まあ、テレビのね、人たちが動いたわけだから、まあ、彼らのね、地道な努力がなければね、こうやってヘリで空撮するみたいなことも起きなかったわけですよね。はい。だからそこはね、やっぱりマスコミとも連携していかなきゃいけないかなと思います。こうした路上での抗議活動の広がりを自民党衆議院議員の門博子はごっこ遊びと揶揄し、本気であれば政党を組織し政策を動かすべきだのと、ほざいたことがあります。しかしこの批判は的外れです。抗議の矛先は政策を競うべき国会での与党での独善的な振る舞いに向けられているからです。抗議は政府や与党に対し議会制民主主義の不分率を守れと求めています。この不分率は少数派の意見に耳を傾ける、表現や思想信条の自由など憲法で表現された権利を覆さない説明責任を果たすといった道理ですと。だからきちんと会話しろっていう話ですよね。さっき言ってた通りですよね。で、これが崩れている原因は政治家個人の資質のみならず国際情勢も背景にあると考えられ、まあ、ロシアのねウクライナ侵攻やイランのね不当な戦争を許す、まあこういうね力による支配、力の論理みたいな権威主義がですねやっぱり広がっていることが問題になるわけですよね。だから民主主義で対抗していかなきゃいけないという話だと思いますね。はい。下地さんね、沖縄知事選立候補したそうなんですけど、私は小者さんと争い合ってほしいんですけど、ダメですかね。どっちと、下地幹雄さんはどっちに対抗したくて出たんですかね。まあ、私はなんか出たら、小者票を食ってくれるんじゃないかと期待しているんですけど。はい。そうですね。やっぱりデモは一人一人で参加して作っていかなきゃダメですよね。自民党の議員の本音は何でしょうね。はい。だから結局まあ、門さんみたいな人はデモが何なのかっていうのは全く分かってないんだと思いますよ。はい。ということでですね。夏に無理なくプロテストを広げるためにプラカードにカバンを提示して涼しい場所を歩こうと。ただまあデモに参加するったってハードル高いし、まあさらにですねいろんなデモでその運営側に回ったりするっていうのはさらにハードルが高いわけですよね。まあ時間のない人もいると思うんで、全国の冷房が効いた商業施設でまあこのようなですねプラカードの入るポケット付きのバッグ、メッセージが書かれたキーホルダーやバッジなどを持ってプロテストしながらショッピングしましょうみたいな企画があるそうです。協力できる方はこれぜひ、やったら、いいんじゃないかと思います。はい。15日から22日の間にですね、涼しいところで、まあ、プラカを見せびらかしながら歩くだけだということで、まあ、日常的にね、イベント的なデモでなくてもですね、こういうことをですね、続けるようになってくれば、まあ、当然ね、戦争反対ですとかね、戦争反対するやつは思想が強いみたいなわけわからんことも言われなくなってくんじゃないかなと思います。明日から1週間ですね。だから自民党はやっぱり本質的に反民主主義ですよね。本当に。どこが自由民主だよっていう感じなんですけど。はい。で、あんたのことは嫌いだけど今日は手も組むなっていうのは連帯でしょうしねと。どんなに嫌いでも目の前で苦しんで倒れたら救急車を呼んだりするでしょう。それと同じで人権侵害をされてたら手を組むと思うんですけど、嫌いだったり在価があったらそういう人は見捨てるということでしょうかと。ですね。これもまあずっと思ってるんですけれども、なんかまあね、今回もね、ちょっと仲間内ゲバみたいな感じでね、SNS を洗ってしまったんですけど、そもそも揉める話じゃないですよね。情報保障しなきゃいけないっていう話だし、公式でないものを公式だって言っちゃいけないっていう話なんだから、それは当たり前の話なんだから、CLP さんの対応が正しいんですよ。CLP さんの対応が正しいし、まあさらに言うならもっとザムザさんの対応はもっと正しいですよね。まあ自分たちでやっていきましょうみたいなね、話にしたわけですから、まあそういう感じでですね、まあ私もよく敵対的になってるからあれなんだけど、人のこと言えないんだけど、ですね、まあこのような事態ですのでですね、まあお互いケアし合ったりですね、自分の足りない部分とかを補ったりですとか、まあコメント欄でフォローし合ったりね、し合ったりしながら、政権にですね、反対する動きをもっと強くしていければいいなというふうに思います。はい。
ということでですね。ということで久々だったんですけど、大変長い時間お付き合いいただきありがとうございました。杉並で自民党が勝つには決定的にデモをこき下ろすしかなかった。まあ見事に失敗したんで負けましたけどね。でも本当にね、岸本さんはいい洗礼になってくれましたよね。まあデモをこき下ろしてもね、勝てるわけではないということがね、明らかになったので、少なくとも地方選挙レベルではですね、やっぱりどんどんデモしていけばいいと思います。まあネトウヨの人たちはね、やっぱり政治不信だし、人間不信的なところがあるんじゃないかと思いますよね。だからニヒリストですよね。で、まあ、先に言いましたけれども、まあ、なんでしょう、正義とかみたいなのを極端に嫌っていて、まあ、自分は正義から離れた冷静な人間であるっていうふうに、まあ、自己を認識したいんだと思うんですよね。で、被害者意識がすごく強いもんだから、まあちょっとでも批判されると、まあ私たちはね、迫害されてるみたいな風に思っちゃうんですけど、まあそうではないわけですよね。だから、なんでしょうね、マジョリティの人たちがそういうなんかね、ダークなそういうの、霊障主義みたいなのに染まってるのが民主主義にとって危険な状態だっていう風に、まあ認識してほしいなと思いますけど、まあ、ね、それには時間がかかるでしょうね。はい。うちの近所に反自民党の看板立ててる家があります。私もやろうかな。いいですね。もう何でもいいですよね、こういうのってね。まあ別にね、でもいけないんだったらプラカ立ててもいいわけですしね。自由と民主主義を独り占めしている自民党っていうね。政治は国民のものみたいなこと言ってますけどね。そう。だからやっぱり霊障が一番良くないですよね。霊障するとやっぱりデモや社会運動をバカにし始めますからね。うん。ちょいちょい主体性を持たなきゃなということですね。うん。自分は公式とは言ってないということですが、いろいろ情報をつなぎ合わせると他の人が見たら公式だという可能性が十分高いという、そうなんですね。まあ正直、削除された後で気づいたので、本人のコメントを見てられるですいません、五野育夫さんへの誹謗中傷したいわけではないので、別に、だから対立したいわけじゃないんですよ。対立したいわけじゃないんだけど、まあ、東大の時も思ったけど、それはないだろっていうふうにはなるのはですね、健全なことだと思うので、はい。まあそこはちょっと理解していただきたいですね。そうですね。フェイト・ステイ・ナイトのなんか派生漫画らしいんですよね。私、だからフェイトちょっと通ってないからよくわかんないんですけど、でもこれフェイトにとっても迷惑な話じゃないかと思いますよね。このコマだけ切り取られてネットミームになっちゃってるじゃないですか。作者の人はどう思ってるんでしょうね。カエルのペペの人は本当に嫌がってたんですけどね、ああいうの。はい。市民運動が獲得してきた権利や功績を知らなさすぎるんですね。まあそうでしょうね。なんかね、やっぱり市民運動がそうやっていろんなものを獲得してきて、それこそ障害者のね、権利っていうのはこうやってトリドルさんみたいにめちゃくちゃ怒った人が声に叫んできたわけじゃないですか。で、それに対して、まあ、みたいなこと言ってた人たちは結局、まあ、解決には役立たなかったわけなので、それを受けて、じゃあ、まあ、こうしましょうか、みたいなこと言った人たちが、実際にね、先に進めてきたわけですよね。うん。だから、そういう態度にならなきゃいけないんじゃないかなと思いますね。うん。カラスマさんは私は悪くないですが、ツイッターの総合が漫画めちゃくちゃすぎて、いろいろ思い出して腹が痛くなってきた。頭が痛くなった。すみません。いやー、フェイトはな、どうなんでしょうな。そんなネトウヨ感じでも多いんで、わからないけど、まあ、創作物がね、やっぱりそういう風になんか、日本の創作物、特にそうだと思いますけど、なんかアンチポリコレみたいなので汚されてしまうのって良くないですよね。散奪だと私思うので、はい。まあ、ちょっと今回フィクション作品のこと時間なくて取り上げられなかったですけどもね、こういうですね、反戦反差別の作品とかも増えてきているので、まあそういったものも今後は揺り上げていきたいなというふうに思います。はい、ということでですね、大変遅い時間まで申し訳ございませんでした。よかったら高評価、チャンネル登録、サイプ、高評価、シェアなどなどよろしくぜひお願いいたします。今日どうでしたでしょうか？配信止まりました？ちょっと終盤ね、なんか一瞬狂ったかなと思った時あったんですけど、まあ、もしなんかね、狂ってたとか、またなんかね、カラスマのせいでね、お前、変な動きしてたぞ、どうしてたんだみたいな、話があった時ではですね、ぜひ全然、構わないので、コメントとかチャットとかで気軽に教えていただければと思います。はい、配信環境の改善はこれからも取り組んでまいりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。
ということで、お疲れ様でした。戦争、紛争、虐殺、差別、独裁、反対ということでですね、反動、ファシスト、高市政権、反対というですね、今日の配信全然問題なかった。よかった。ありがとうございます。お疲れ様でした。反戦、反差別、反独裁ということでですね、鈴成さん、お疲れ様です。ありがとうございました。お疲れ様です。戦争、虐殺、差別、あらゆる加害に反対します。今日は配信問題なしでした。よかった。いや、だからね、ウェイトはもちろん好きなね、方、リベラルの方もいらっしゃると思うのでね、だから作品をやっぱりそういうなんか右翼の人たちに散奪されないように頑張るべきじゃないかなと思います。コンマ数秒ぐるぐるした時はあった。ちょっと不安だな。まあ、後でログとか見てみますね。はい、ありがとうございます。ということでですね、まあ、次回の配信も、まあ、このままですね、まあ、なんとか体調を頑張ってね、保っていきたいですが、まあ、ちょっと心身と、講師ともにちょっと最近忙しいので、ちょっと皆さんにご迷惑かけちゃうかもしれないんですが、金曜日に関してはですね、ちょっと今回内容詰め込みすぎだったと思います。申し訳ございません。さすがにね、2週間経ってるとね、言いたいこと多すぎてですね、まあいろんな話を横断的に語っちゃったんですけど、まあ、もうちょっと緩い感じでね、カルチャーの話とかもね、していきたいなというふうに金曜日は思ってますんで、フリートークの方来ていただければと思います。あと土曜日はですね、未解決事件を終わらせないといけないからというゲームをスカーレッターの2人で実況してますので、そちらの方もチェックよろしくお願いいたします。はい、3回くらい一瞬途切れました。リアルタイムからずれたりしなかったということで、よかった。お疲れ様でした。そうですよね。私の配信、まあチャットを割と読んでいるのでですね、やっぱり遅れたりするとね、ちょっとラグがあったりするとあまりよろしくないのかなと思ったので、よかったです。ありがとうございます。はい、ということでですね、皆様ご感想ありがとうございました。また、よろしくお願いいたします。お疲れ様でした。お疲れ様でした。おやすみなさいませ。お疲れ様でした。